のささやきの朗読やこれは俺が大学4年の冬に体験した話です。今でも1月24日が近づくとあの夜のことを思い出します。潮の匂い、暗い海、そして赤い帆を張ったあの船のことを。その年の1月、俺たちは卒業前の旅行で伊豆大島へと来ていた。メンバーは男3人。俺と、圭介と、真治。圭介は昔から騒がしいやつで、どこに行っても場を回すようなタイプだった。対して真治は静かだった。別に暗いわけではないんだけど、人より空気の変化に敏感なやつで、昔から妙に勘が鋭かった。旅行自体は普通に楽しかった。昼間は観光して、飯を食って、温泉入って。どこにでもあるような大学生の最後の旅行だったと思う。問題は最終日の夜だった。フェリーが翌日の朝だったから、俺たちは時間を持て余していた。酒を買おうにも近くの店は閉まっている。暇つぶしにレンタカーで島を回ろうという話になった。正直、その時点では何も特別な感じはなかった。ただ、島の夜って本当に暗いんだ。街灯が少なくって、車のライトが届く範囲しか見えない。片側は山、もう片側は海。窓を少し開けると、潮の匂いが流れ込んでくる。圭介が助手席であくびをした。島って夜になると急に怖くなるな。お前、昼間ははしゃいでたじゃん。昼は観光地だけど、夜は違うだろう。なんか出そうじゃん。そう言って笑う。後ろではシンジがずっとスマホを見ていた。でも電波が悪いのか、何度も画面を見直している。県外？俺がそう聞くと、シンジは、ああ、とだけ答えた。ただ、その顔色が少し悪い気がした。その時は、疲れてるのかなくらいにしか思わなかったんだけど。しばらく走っていると、圭介が急に声を上げた。あれ見て！道沿いの民家だった。軒先に丸いザルが吊るされている。古い竹ザルだった。最初は気にしなかった。でも、その次の家にも、さらに次の家にも、同じようにザルが吊るされていた。それだけではない。全部、海側へ向けて吊るされていたんだ。まるで何かを見張るみたいに。なんだこれ？俺が言うと、圭介が笑った。魔除けとかじゃね？その瞬間だった。カーラジオに突然、ザーというノイズが走った。かなり大きな音だった。うわっと、圭介がビクッと肩を揺らす。雑音の中で一瞬だけ女の声が聞こえた。一つ。小さな声だった。湿った耳に張り付くみたいな声。でも、次の瞬間にはノイズが消えて、普通のラジオに戻った。車内が妙に静かになる。なあ、今の聞いた？俺が言うと、圭介は苦笑した。電波悪いだけだろ。でもシンジは何も言わなかった。
窓の外を見たままずっと黙っている。その横顔が妙に硬かった。気づけば道はかなり細くなっていた。街灯も減っている。海が近い。窓の外からは波の音だけがやけに大きく聞こえてくる。その時だった。シンジが小さくつぶやいた。いた。え？左。俺は反射的にブレーキを踏みかけた。ヘッドライトの端、海沿いのガードレールの向こうに人が立っていた。女だった。白い服を着ている。長い髪。そして裸足だった。海の方を向いたままじっと動かない。こんな時間に？しかも、あんな場所で？ケイスケが小声で言った。なんか、やばくね？俺は無言でアクセルを踏み込んだ。通り過ぎる瞬間、女の足元が見えた。服の裾から水が滴っていた。まるで海から上がってきたばかりみたいに。数秒後、ケイスケが変な声を出した。なんだよ。バックミラー。言われて俺は鏡を見る。後方の暗い道。そこにさっきの女が立っていた。今度はこっちを見ている。距離があるはずなのに、顔だけが妙にはっきりと見えた。白い顔だった。そして、女の口がゆっくりと動く。2つ。その瞬間、べちゃと後部座席の窓に濡れた手形が張り付いた。シンジが短く息を飲む。俺は反射的にアクセルを強く踏み込んだ。エンジンの音が大きく響く。でも嫌な感じが消えない。まるで何かがまだ車のすぐ後ろにいるみたいだったんだ。誰も喋らなかった。さっきまでうるさかったケイスケでさえ黙っている。タイヤの音と波の音だけが続いていた。そのうち俺たちは道に迷ってしまった。ナビがおかしい。同じ場所を何度も回っている気がする。スマホも圏外。街灯はどんどん減っていく。なのに波の音だけが近い。妙に近かった。そして前方に急に開けた場所が見えた。小さな港だった。古びた防波堤に錆びた街灯。昼間なら漁船でも止まっていそうな場所なのに、その時は一隻もなかった。ここ、どこだよ。ケイスケが小さくつぶやく。さっきまでの軽口はもう消えていた。俺も正直焦っていた。同じ道を何度も走っている気がするし、スマホも圏外のまま。一回落ち着こうと思って、俺は車を港の脇へ止めた。エンジンを切る。その瞬間だった。静けさが一気に押し寄せてきた。いや、完全な無音じゃない。音はあった。カン、カン。どこかで金属が揺れる音。船をつなぐ金具みたいな、そんな音だった。でも港には船なんて一隻もない。風も吹いていない。なのに、その音だけが一定の間隔で鳴り続けていたんだ。窓の外は真っ暗だった。海と空の境目もわからない。ただ、湖の匂いだけが異様に濃いんだ。生臭いくらいだった。その時、
後部座席のシンジが小さく言った。あれ何？声がかすれていた。シンジはフロントガラスの向こう、沖を見ている。俺とケイスケもつられて視線を向けた。だけど最初、それが何なのかわからなかった。船の上に赤いものが浮かんでいる。暗闇の中でぼんやりと。まるで海に血が滲んでいるみたいだった。数秒遅れてそれが帆だと気づく。船だった。赤い帆を張った船。それがゆっくりとこちらに近づいてきている。なんだあれ。ケイスケがつぶやく。でも次の瞬間、俺はその船のおかしさに気づいた。揺れていないんだ。海には波がある。防波堤にも一定のリズムで波が当たっている。なのにその船だけがまるで別の場所にいるみたいに静止していたんだ。いや、違う。止まってるんじゃない。滑っているんだ。海の上を音もなく。ゾッとした。普通じゃない。その異様さに気づいた瞬間、全身の毛が逆立った。そして、船の上に人がいることに気づいた。何人も、ぎっしりと。全員うつむいて立っている。濡れた髪、濡れた服。誰一人動かない。街灯の弱い光が届くたびに、肌だけが妙に白く見えた。帰ろう。シンジが言った。震えた声だった。やばいよ、あれ。でも、その時にはもう遅かった。ガタッと突然、すぐ近くで音がした。俺たちは反射的に振り返った。港のそばにある民家。その軒先に吊るされたザルが揺れていたんだ。風なんか吹いていない。なのに、ガタ、ガタガタ。次の瞬間だった。周囲の家々のザルが一斉に鳴り始めたんだ。ガタ、ガタ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 。港中に響く。乾いた音。無数のザルが同時に揺れている。ケイスケが叫ぶ。何なんだよこれ。その音に混じって聞こえてきたんだ。一つ。女の声だった。すぐ近くで聞こえる。二つ。湿った声。まるで耳元で囁かれているみたいだった。三つ。シンジの様子がおかしくなったのはその時だった。ふらりと車のドアを開ける。何やってんだよ。俺は慌ててシンジの腕を掴んだ。でもシンジは海を見たままだった。焦点が合っていない。無遊病みたいだった。話せよ。何言ってんだよ。呼んでるんだ。その一言で空気が凍ったんだ。シンジはゆっくりと防波堤の方へと歩いていく。まるで何かに引っ張られるみたいに。シンジ！ケイスケが叫ぶ。だが、シンジは止まらない。防波堤の先、海のすぐそばで立ち止まったんだ。その時だった。沖の赤い船、その上にいた人影たちが一斉に顔を上げたんだ。真っ白な顔、目がない。黒い穴だけが並んでいる。そして全員がシンジへ向かって腕を伸ばしていた。
次の瞬間、バシャッと海面から白い腕が飛び出した。一本じゃない。何本も何十本も、シンジの足に絡みついた。うわっ！シンジが悲鳴を上げる。俺は反射的に駆け出した。だがその瞬間、海の中が見えた。街灯の光に照らされた水面の下、人の顔があったんだ。何人も何十人も、全員真っ白な顔をしていた。濡れた髪、閉じた目、死人みたいな顔。その大量の腕がシンジの体を海の方へと引きずり込んでいく。助けて！シンジが絶叫した。その声が夜の港に響いた。でも次の瞬間、シンジの体が一気に海へ沈んだんだ。バシャンと大きな水の音。そして静寂。残ったのは海の音だけだった。数秒間俺たちは動けずにいた。シンジが沈んだ海をただ見ていたんだ。波だけが揺れている。さっきまであんなにたくさん見えていた白い腕も人の顔も全部消えていた。まるで最初から何もなかったみたいに。シンジ。ケイスケがつぶやく。声が震えていた。返事はない。海は暗いままだった。その時、ペチャッとすぐ後ろで水の落ちる音がした。俺たちは同時に振り返った。誰もいない。なのに地面に濡れた足跡があった。海の方からこっちへ続いているんだ。ペチャ、ペチャ。見えない何かが近づいてくる。ケイスケが反響欄みたいに叫んだ。逃げろ！俺たちは車へ駆け戻った。ドアを閉める。鍵をかける。ケイスケが震える手で後ろを指さした。後ろ！振り返る。リアガラスの向こう、港の暗闇の中に人影が立っていた。一つじゃない。いくつも。海水で濡れた人間たちが防波堤の上に並んでいる。全員うつむいている。そしてその中にシンジがいたんだ。は？俺は息を飲んだ。シンジだった。服もそのまま、全身びしょ濡れで防波堤の上に立っている。でも様子がおかしい。うつむいたまま微動だにしないんだ。顔が見えない。シンジ！ケイスケが窓を開けようとする。俺は反射的に止めた。やめろ！その瞬間だった。シンジがゆっくりと顔を上げた。暗闇の中で口だけが笑っていたんだ。次の瞬間、ガッと何かが車の後ろにぶつかった。ケイスケが悲鳴を上げる。リアガラスいっぱいに濡れた手が張り付いていたんだ。バン、バンバン。無数の手。水滴がガラスを伝う。その向こうでシンジが口を動かしていた。4つ。うわーとケイスケが叫ぶ。俺はキーを回した。だがエンジンがかからない。嫌な音だけが響いた。その間にも、ペチャ、ペチャと濡れた足音が車の周囲を回っている。ケイスケは泣きそうな声だった。
無理だ、無理だって。その時だった。港中のザルが一斉になった。ガタガタ、ガタ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 。耳を塞ぎたくなるほどの音だったんだ。そして女の声。すぐ近くで聞こえた。5つ。同時にエンジンがかかった。俺は反射的にアクセルを踏み込んだ。タイヤが悲鳴を上げる。車は港を飛び出した。バックミラーを見る。暗闇の港。その入り口にずぶ濡れの人影が何十人も立っていた。全員こっちを見ている。その真ん中でシンジだけがずっと笑っていた。どれくらい走ったかわからない。気づけば俺たちは島の小さな駐在所へ駆け込んでいた。ケイスケなんか半泣きだった。俺なんかまともに喋れていなかったと思う。友達が海に、港で誰かに引っ張られて。年配の警官は最初は事故だと思ったみたいだった。でも俺たちが港の名前を言った瞬間、表情が変わった。警官は黙ったままカレンダーを見る。そして低い声で聞いた。今日は何日だ？え？ 1 月24日だ。その瞬間、警官の顔色が変わった。しばらく黙った後、小さくつぶやく。海を見たのか？その言い方が妙に引っかかった。俺が聞き返そうとすると、奥から別の年配の男が出てきた。漁師だったと思う。俺たちを見るなり嫌そうに顔をしかめた。ザルは？え？ザルを吊るしている家見ただろ？俺たちはうなずく。すると男は重いため息をついた。ひいみ様だ。初めて聞く名前だった。すると男はポツポツと話し始めた。昔この島では1月24日の夜に帰ってくると言われているものがあること。海で死んだ者たちが赤い帆の船に乗って戻ってくること。だから昔からその夜は海を見ない。外へは出ない。そして家の軒先にはザルを吊るす。あれはザルの目を数えるからだという。数え終わる前に朝になれば入っては来ない。でも数え終わったら。そこまで言って男は黙った。翌朝、警察が海を捜索してくれた。でもシンジは見つからなかった。事故として処理されてしまった。もちろん俺たちの話を本気で信じる人なんていなかった。だけどただ一人、あの在中の警官だけは最後にこんなことを言った。毎年いるんだよ、見る奴が。帰りのフェリーでケイスケはずっと黙っていた。海を見つめたまま一言も喋らない。そして島が遠くなった頃、急に小さな声で言った。なあ、昨日の船さ。俺は嫌な予感がした。ケイスケは青白い顔のまま続ける。シンジ、乗ってたよな。答えられなかった。それから数日後、夜中に玄関の外で音がした。カラ、カラカラ。乾いた音。俺は嫌な予感がした。恐る恐る玄関を開ける。
そこには見覚えのない古い竹猿が吊るされていたんだ。濡れていた。まるで海から持ってきたみたいに。その瞬間、背後の窓ガラスに、べちゃっと濡れた手形がついた。そして窓の外から聞こえてきたんだ。6つ。俺は振り返れなかった。あれは俺が中学1年の夏だった。あの時の映像を見てから俺は録画された自分が苦手になった。写真も動画も長時間見れない。たまに思うんだ。もし画面の中に自分ではない何かが混ざっていたとしても、人は気づけるのかなって。当時父親は古いものを集めるのが趣味だったんだ。中古のラジオ、壊れた時計、誰のものかわからない家具。休日になると解体前の家やリサイクルショップを回っていろんなガラクタを持ち帰ってきていた。それを母親はいつも嫌がっていた。変なものまで持って帰ってこないでよ。でも父親は笑うだけだった。掘り出し物ってのはな、こういう中にあるんだよ。家の裏には小さな倉庫があった。そこに親父の集めたものが山みたいに積まれている。俺はその倉庫が嫌いだった。夏でも妙に湿っぽくて空気が重い。カビ臭さに混ざって何か生臭い匂いがした。それは濡れた紙みたいな匂い。その日も暇つぶしで倉庫を漁っていた。奥の棚を動かした時だった。ガタンと何かが落ちた。それは一本の黒いビデオテープだった。ラベルは剥がれている。ケースもない。触ると妙に湿っていた。父さん、これ何？居間で新聞を読んでいた父親が顔を上げた。ああ？ビデオテープを見ると少し考え込んだ。ああ、多分あれだな。何？海沿いの空き家を片付けた時に出てきたやつだ。父さんは笑った。中身見てねえや。その時だった。台所にいた母親がピタッと動きを止めた。海沿い？あ？それ、捨てなさいよ。母親の声は少し強かった。父さんが苦笑いする。なんだよ急に。気持ち悪いから。妙な空気だった。でも当時の俺はむしろワクワクしていた。昔のホームビデオとかが好きだったからだ。父さんは押し入れから古いビデオデッキを引っ張り出してきた。コードをつなぐ。ブラウン管テレビがブーンと低い音を立てる。俺は畳に座った。ガチャッとテープを入れる。再生。ザザザ。砂嵐。数秒後、映像が映った。海だった。古い画質、色あせた映像。夏の海辺を小さな女の子が走っている。後ろから父親らしき男の笑い声。母親らしき女性の姿。それは普通のホームビデオだった。なんだ、ただの家族じゃん。
俺が笑う。父さんも肩をすくめた。でも数分後に違和感に気づいたんだ。画面の奥、防波堤の端、誰かが立っている。それは女だった。白い服、長い黒髪。波打ち際から少し離れた場所でじっと立っている。誰？俺がつぶやく。父さんも眉を潜めた。その女だけ妙だったんだ。家族を撮っている映像なのに、その女だけがずっとカメラを見ていたんだ。瞬きもしない。動かない。ただこちらを見ている。母さんが不安そうに言った。もうやめなさいよ。その瞬間、映像が乱れた。ずーっと画面が激しくブレる。ノイズ。そして次に映った瞬間、女が近づいていた。え？俺は身を乗り出していた。さっきまでは防波堤にいたはずなのに、いつの間にか家族のすぐ後ろに立っていた。誰も気づいていない。女だけがじっとカメラを見ている。そしてゆっくりと笑った。口が裂けるみたいに。母さんが小さく悲鳴を漏らした。止めて。父さんがリモコンを押す。だが止まらない。再生ボタンも停止ボタンも反応しない。映像はそのまま流れ続けた。女がさらに近づく。画面いっぱいに顔が映った。青白い肌、濡れた髪、真っ黒な目。そして突然、女がこちらへ向かって手を伸ばした。その瞬間、テレビのスピーカーから声が聞こえたんだ。ボソッと。見つけた。部屋の空気が凍った。次の瞬間、プツンとテレビが消えたんだ。真っ暗になった画面。そこには俺たち3人の姿が映っていた。そしてその後ろに長い黒髪の女が立っていたんだ。真っ暗になったテレビ画面。ブラウン管の鈍い反射。そこに映っている。俺、父さん、母さん。そしてその後ろ、長い黒髪の女。母さんが悲鳴を上げた。振り返る。だが誰もいないんだ。今には俺たち3人だけ。なのにテレビの中には確かにいるんだ。その女はゆっくり首を傾けていた。似たと口だけが不自然に笑っていた。父さんが慌てて電源コードを引き抜く。ガチャンとビデオデッキが止まった。部屋が静まり返る。でもその瞬間、ペタッと廊下から水の音がした。全員が凍りついた。ペタッ、ペタッ、ペタッ、ペタッ。裸足で歩く音。濡れた足音がゆっくりと近づいてくる。父さんが小さくつぶやいた。なんだよこれ。音は今の前で止まった。沈黙。誰も動けずにいた。すると今のドアの下、その隙間から水がスーッと流れ込んできた。母さんがおえつを漏らす。次の瞬間、コンとドアを叩く音。それは小さな音だった。でも妙に近い。コン。また鳴る。父さんが震える声で言った。
誰なんだ？返事はない。だけどその代わりにドアの向こうからノイズの音が聞こえてきた。ザザ、ザザザ。まるでテレビの砂嵐みたいに。しかもそのノイズに混ざって誰かが笑っていたんだ。女の声だった。ケタ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 。その瞬間、テレビが勝手についた。プツンと砂嵐。ノイズだらけの画面。そして突然映像が切り替わった。そこに映ったのは今の今だった。え？俺たち3人が映っている。それは真正面から。まるで誰かが部屋の中で撮影しているみたいに。でもおかしい。カメラなんてない。しかも映像は少し遅れていた。数秒前の俺たちがそこには映っている。父さんがテレビへ近づいた。画面の中の父さんも数秒遅れて近づく。その時だった。映像の奥、廊下の暗闇に女が立っていた。現実の廊下には誰もいないんだ。なのに映像の中だけにいる。長い髪を垂らし、うつむいたまま立っている。母さんが震えながら後ずさった。すると画面の中の女がゆっくりと顔を上げた。真っ黒な目、避けるような笑顔。そしてカメラへ向かって歩き始めたんだ。ペタ、ペタ。その足音が現実の廊下からも聞こえてくる。映像と現実が同じ動きをしていたんだ。やめろ！父さんがテレビを殴る。ガンと大きな音を立て、画面が揺れた。でも映像は止まらなかった。女はどんどん近づいてくる。ついには画面いっぱいに顔が映った。その瞬間、映像の中の女が突然こちらを指さした。そして、いた。低い声。その直後、ガタン。俺たちの背後で音がしたんだ。振り返る。そこにはビデオカメラが置いてあった。古いハンディカメラ。さっきまでなかったはずなのに。赤い録画ランプが点滅をしている。レック、録画中。父さんが青ざめた。恐る恐るカメラを持ち上げる。液晶画面を見る。そこに映っていたのは俺たちだったんだ。今、この部屋にいる俺たち。でも映像の中の俺たちの後ろには女が立っていた。しかも少しずつ近づいてきている。現実にはいない。なのにカメラには映るんだ。母さんが泣き叫んだ。父さんがカメラを床へ叩きつけた。バキンと音を立て壊れた。だがテレビ画面の映像だけは続いているんだ。画面の中で女が俺のすぐ後ろまで来ている。俺は動けなかった。すると映像の中の俺の耳元へ女が顔を寄せた。そして小さく囁いたんだ。見つかったら終わりだよ。その瞬間、テレビがプツンと消えた。部屋が真っ暗になる。数秒後、電気が戻った時には全部消えていた。女も映像も水も。まるで最初から何もなかったみたいに。ただ壊れたビデオカメラだけが床に残っていた。
その後父さんはあのテープを処分した。二度と映像は見ていない。でも、それから母さんがおかしくなった。写真を異常に嫌がるようになったんだ。家族写真、卒業アルバム、鏡。自分が写るもの全部。そして時々、怯えた顔でこう言うようになった。後ろにいる。最初は意味がわからなかった。でもある日、母さんが昔のアルバムを全部燃やしているのを見つけた。泣きながら。なんで毎回いるのよ。その写真を見た。家族写真だった。七五三、運動会、旅行。どの写真にも少し離れた場所にあの女が写っていたんだ。全部、ずっと前から。この話は専門学校時代の友達から聞いた話です。本人は今でもその話になると急に黙るんですよ。最初はただの別れ話だと思っていました。でも違った。多分あれは最初から何かがいたんです。しかも一人だけ見えていなかった。その子はゆいって言います。当時22歳で付き合って3年くらいの彼氏がいました。彼氏の名前はりょう。優しいけどちょっと冷めたタイプだったらしいです。で、二人で山梨のキャンプ場に行ったんです。付き合って記念日だったとかで。場所はかなり山奥。湖の近くにある小さなフリーサイト。平日だったから人も少なかったらしいです。その日の天気は曇りでした。夕方くらいから妙に風が強くて、木がずっと揺れていた。ゆいはテント設営している時から、なんとなく嫌な感じがしたそうなんですよ。視線みたいな。でもりょうは全然気にしていなくて、こういう場所って雰囲気あるからな。って笑ってたらしい。そして問題が起きたのは夜でした。二人で焚き火をしていたとき、ゆいが湖の方を見たんです。そしたら木の間に女が立ってた。白いワンピース、長い髪。顔は暗くて見えない。でもこっちを見てるのだけは分かった。ゆいは固まったそうです。でもりょうは普通に喋っている。気づいていない。それでゆいが、ねえ、あそこって言った瞬間、女はスッと木の裏に隠れたんです。りょうはライトを向けながら、何もいないじゃんって笑っていたらしいです。でもゆいは確かに見た。しかも気持ち悪かったのが、その女は裸足だった。山の地面なのに。それからしばらくして、ゆいが一人でトイレに行った帰りです。サイトに戻る途中、また見た。今度はさっきより近く。木の陰から半分だけ顔を出していた。その瞬間、女と目が合った。ゆい曰く、その女は笑っていたらしいです。でも、口だけだった。目は全然笑っていない。ゆいは半泣きで戻って、いるって、さっきの女って、りょうに言ったそうです。でもりょうは少しイラついた感じで、お前最近、ちょっとおかしくないかってまで言ったらしい。そのあたりから空気が悪くなった。夜11時過ぎ、風がかなり強くなってきて、焚き火も消えかけていた。
テントに入ろうってなった時、ゆいが凍りついた。テントの後ろ、少し離れた木のところにまた女がいた。今度は隠れていない。じっと立っている。しかも距離が近い。さっきより明らかに。ゆいは声も出なかったそうです。でもりょうは普通にペグを打ち直している。まるで本当に見えていないみたいに。その時女がゆっくりと腕を上げた。そして小さく手を振った。ゆいに向かって。ゆいが悲鳴を上げた瞬間、りょうが切れました。お前、いい加減にしろよ。かなり強く怒鳴ったらしいです。せっかく来たのに空気悪くすんなよ。だけどゆいは泣きながら、いるんだって叫んだ。でもりょうは、見えてんのお前だけだろって怒鳴り返した。その時です。後ろから女の声が聞こえた。かなり近くで。やっと気づいた。ゆいは反射的に振り返った。でも、そこには誰もいなかった。ただテントの入り口が少し開いていたんです。さっきまで閉まっていたはずなのに。しかも中から誰かが入った直後みたいに、シュラフがゆっくりと沈んでいくのが見えた。シュラフがゆっくりと沈んでいく。誰も入っていないはずなのに。まるで見えない誰かが中に潜り込んだみたいに。ゆいはその場で固まったそうです。でもりょうは何も見えていないみたいでした。は？って顔をしている。ゆいだけが震えている状況に完全に苛立っていたらしいです。もう帰る。ゆいはそう言ったそうです。でもりょうは、こんな時間に山道を走れってかって吐き捨てた。その言い方がかなり冷たかったらしくて、ゆいも意地になった。じゃあ一人で帰る。そう言って荷物をまとめ始めたとき、テントの中から、ふっって笑い声が聞こえた。女の声だった。かなり近く。二人とも動きが止まった。今度はりょうにも聞こえたらしいです。でもりょうはすぐに、風の音だろって言った。明らかに無理がある声で。その時にゆいは気づいていたそうです。りょうは見えてないんじゃない。見ようとしてないんだ。最初からずっと。その夜、結局二人は無言のままテントに入りました。ゆいは当然眠れなかった。りょうは背中を向けて寝たふりをしていたらしいです。それで夜中、多分2時くらい。ゆいは変な音で目が覚めた。ギー、ギー、と何かがテントの周りを歩く音。でも普通の足音ではない。裸足で湿った地面を引きずるみたいな音。ギー、ギー。止まって、また歩く。それがずっと続いていた。ゆいは怖くて動けなかった。その時耳元で、ねえ、と女の声がした。すぐ横から。ゆいは悲鳴を上げそうになったらしいです。でも、体が動かなかった。まるで、金縛りみたいに。声だけが近づいてくる。なんであなただけなの？意味がわからなかった。でも次の瞬間、ゆいは気づいたんです。テントの外からじゃない。その声は
りょうの背中側から聞こえてる。月明かりでテントの中が少しだけ見えた。りょうは背中を向けて寝ている。そのすぐ後ろ、誰かがいた。白いワンピースの女。りょうにぴったりと張り付くみたいに座っている。髪が肩に垂れてた。でも、りょうは気づいていない。というより、女に抱きつかれたまま寝ているんだ。ゆいは声も出せなかった。すると女がゆっくりと顔を上げた。真っ暗な目でゆいを見て、口だけで笑った。その時女が小さく言ったそうです。この人、また置いていくから。次の瞬間、りょうが急に飛び起きた。あ！寝ぼけた顔。その瞬間女の姿は消えていた。でもゆいは耐えきれなくなって全部話した。今見たものを全部。ずっと女がいたこと。するとりょうは急に黙ったらしいです。そして顔色を変えて明らかに様子がおかしくなった。しばらくしてりょうが小さい声で言った。見たの？白い服。ゆいがうなずくとりょうは頭を抱えた。そしてやっと話したそうです。2年前に元カノと同じキャンプ場に来たことがあるって。その時夜に大喧嘩をしたらしいです。元カノが帰るって言い出して。でもりょうはかなり酒を飲んでいた。だから勝手にしろやって一人で置いて寝た。翌朝、元カノはいなくなっていた。警察も来たそうです。山狩りもした。でも結局見つからなかった。荷物だけを残して。ただ失踪する直前、管理人が白い服の女が湖の方を歩いていたのを見ていたらしい。ゆいが震えながら、それって言いかけたとき、テントの外でザッって音がした。二人とも凍りついた。ゆっくりと入り口を見る。そこには裸足の足が立っていた。泥だらけの女の足。その瞬間、りょうが突然叫んだ。もういいだろう。泣きそうな声だったらしいです。謝ったじゃねえか。すると外から女の声が返ってきた。静かに。まだ一人足りない。次の瞬間、テントが外側からぐっと押された。女が入ってこようとしていた。ゆいとりょうは荷物を掴んで、そのままテントを飛び出した。雨の山道を転びながら車まで走ったそうです。そして後ろからはずっと裸足の足音が追いかけてきていた。なんとか車に乗り込んで逃げたとき、ゆいはバックミラーを見た。キャンプ場の入り口に女が立っていた。雨の中、ずぶ濡れで。でもその隣にもう一人誰か立っていたらしいです。男。顔は見えない。ただその男、りょうと同じ服を着ていた。結局、その後二人は別れました。でも最後にゆいが言っていたんです。多分あの女、最初からりょうだけ見えてたんだと思う。見えてないふりをしていただけで。あれは俺たちがまだ
高校2年だった頃の話だ。今思い返してみても、あの夏だけは妙に空気が重かった気がする。とはいえ、最初から何かがおかしかったわけではない。むしろ逆だった。あまりにもいつも通りだったんだ。だからこそ、途中から何がずれ始めたのか、未だによくわからない。俺たち三人、俺、工藤、遠藤は、校内でもほとんど存在感のない読書部に所属していた。と言っても、真面目に活動をしていたのは遠藤くらいのものだったが、遠藤は昔から本が好きだったらしく、入学した時から普通に読書部志望だったらしい。一方で俺と工藤はというと、一番楽そうだったからというそれだけの理由で入部した。文化部棟の2階の端にある読書部の部室は、狭いし古いし、エアコンもほとんど効かないような場所だったが、唯一最高だったのは顧問がほぼ来ないことだった。活動内容は一応読書。ただ実際はスマホをいじろうが、寝ようが、ジュースを飲みながら雑談していようが、誰も何も言わない。工藤なんか入部して1週間くらいで、ここ天国じゃねとか言っていたくらいだ。そんな感じで、俺たちは特に熱意もないまま、だらだらと読書部員を続けていた。だけど遠藤だけは違った。あいつは本当に本を読む。俺らが騒いでいても、イヤホン一つつけず、ただ静かにページをめくり続ける。窓際の席に座って文庫本を読んでいる姿だけを見れば、普通に文学少年っぽかった。ただ口を開くと割と辛辣だったが。遠藤、ジュース買いに行こうぜ。やだ。なんでだよ。お前ら絶対そのまま帰るだろ。バレたか。アホ。こんなような会話が毎日のようにあった。そして夏休みに入った。高校生の夏休みといえば、海や祭り、青春っぽいものを想像する人もいるかもしれないが、少なくとも俺たちだけは違った。彼女がいたのは工藤だけだし、その工藤も毎日遊び歩いているわけではない。俺と遠藤に至っては、ほぼ家に引きこもっていた。夏休みに入って数日、その日も俺は昼過ぎまで寝て、起きて、適当にスマホを見て、コンビニ飯を食って、またダラダラとしていた。すると夕方頃、スマホにグループ通話の通知が入った。工藤だった。おーい、生きてるかおめえら。スピーカー越しに聞こえる、いつものうるさい声。俺はベッドに寝っ転がったまま、一応、とだけ返事をした。無言。遠藤だ。遠藤？聞こえてる。なんで黙ってんだよ。お前らがうるさいから。ひでえ。工藤がケラケラと笑う。なあ、明日暇？うん、暇だよ。俺も暇だな。だよな。それでさ、遠藤。お前明日部活行くんだろ？少し間が空いた。いや、行くけど。え？夏休みなのに？借りてた本返すのと、新しいのを借りる。はあ、真面目かよ、お前。お前らと一緒にすんな。工藤がまた笑う。じゃあ、俺らも行くわ。はぁ？暇だし。来んなよ。なんでだよ。お前らが来ても、ただ騒ぐだけだろ。その言い方が妙に冷たくて、俺は笑いながら口を挟んだ。
本当は来てほしいくせに。うぜー。感情ゼロの棒読み。俺と工藤はそのまま大爆笑した。結局次の日、俺たちは3人揃って学校へ行くことになった。翌朝、夏休みの学校は妙に静かだった。グラウンドの方から野球部の掛け声だけが遠く聞こえてくる。照り返しの強い日差しのせいで、校舎の窓ガラスは白っぽく光っていた。文化部棟に入ると空気が少しぬるい。誰もいない廊下に自分たちの足音だけがやけに響いていた。俺が部室の扉を開けると、もう工藤と遠藤は来ていた。おっせえよ。工藤が椅子にだらしなく座ったまま言う。その隣を見て、俺は、あれとなった。あ、エリじゃん。それは工藤の彼女だった。肩までの黒髪を揺らしながら、エリが、おはようと笑った。そしてその隣には見慣れない女子が一人いた。マキ、エリの友達。少しおとなしそうな感じの女子で軽く会釈してくる。あ、どうも。いやー、せっかくだし誘っといた。工藤が得意げに言う。遠藤を見ると露骨に嫌そうな顔で文庫本を読んでいた。帰りてー。なんでだよ。うるせえのが増えた。いいじゃん。夏休みなんだし。エリが笑いながら言うと、工藤も、そうそう、と調子に乗る。部室にはエアコンの弱い風と、古本独特の紙の匂いが漂っていた。最初の数時間は本当にいつも通りだった。工藤はエリと喋っているし、マキは途中から漫画を読み始めるし、俺はスマホをいじっていた。ただ遠藤だけが静かに本を読んでいる。窓の外ではセミがうるさいくらい鳴いていて、たまに吹く風がカーテンを少し揺らしていた。昼を過ぎても俺たちはなんとなく部室に居続けた。誰も帰る理由がなかったんだと思う。夕方近くになった頃だった。飽きてきたなぁ。工藤が突然そう言って、椅子の背もたれに大きく体を預けた。お前、ずっと喋ってただけだろ。いやもうネタ尽きた。知らんわ。すると工藤が急にニヤニヤしながらこっちを見た。この顔は、ろくでもないことを思いついた時の顔だ。なあ、お前ら。ん？百物語って知ってるか？俺はスマホから顔を上げた。ああ、知ってるよ。100個怪談話をして、最後のろうそくを消すと何かが起きるってやつだろ。そうそう。工藤は嬉しそうに身を乗り出す。でもな、今まで100個目のろうそくを消したやつっていないらしいぜ。始まった。俺は心の中でため息を深くついた。こいつ、絶対に言う。なあなあ、ここにいる俺らで百物語しないか？やっぱりな。俺がそう言うと、工藤は爆笑した。やろうぜ、夏っぽいし。遠藤は本から目も離さず、めんどくさそうに言う。ダリー、お前らだけでやってろ。俺は本を読む。工藤が椅子ごと遠藤に近づく。遠藤、冷てえこと言うなよ。お前怖い話めっちゃ知ってんじゃん。そう、
遠藤は妙にそういう話に詳しかった。しかも、つい最近知ったことだが、あいつは昔から見えるらしい。最初それを聞いたとき、工藤が腹を抱えて笑っていた。中二病じゃんって。でも遠藤は一切笑わなかった。エリがテンション高く言う。いいじゃんいいじゃん。私たちも怖い話結構知ってるよ。マキも笑いながらうなずく。やろうやろう。工藤が立ち上がった。多数決で決定。遠藤も参加な。遠藤は深いため息を吐きながら本を閉じた。はぁ、めんどくせえ。そこで俺はふと思った疑問を口にした。でもさ、百物語ってろうそく使うんだろ？そんなもん部室にあったっけ？すると工藤は、待ってました、と言わんばかりにニヤッと笑った。嫌な予感しかない顔だった。実はな、もうちゃんと考えてあるんだよ。絶対ろくでもねえな。そこ見てみ。工藤が指さした先には、授業でたまに使う古いプロジェクターが置かれていた。普段は部室の隅で埃をかぶっているようなやつだ。あれにろうそく100本の画像を映してさ、1話終わるごとに1本ずつ消していくんだよ。ネットで見たんだけど、本物じゃなくても成立するらしいぜ。いや、ほんとかよそれ。俺が言うと、エリも、うさんくさーと声を上げて笑った。マキもつられて肩を揺らしている。ただ一人だけ遠藤は笑っていなかった。さっきまで本に落としていた視線をゆっくりと上げると、遠藤は無言のままプロジェクターを見た。その顔がほんの少しだけ険しくなった気がした。やるなら途中でやめんなよ。低い声だった。え？百物語ってのは途中で終わらせる方が良くないって話があるんだ。あ、なんだよ遠藤。霊感持ちっぽいこと言うじゃん。うるせえ。遠藤はめんどくさそうに吐き捨てると、また本に視線を落とした。その時の俺は別に深く考えていなかった。ただエアコンの風とは別に、妙に冷たい空気が部室の奥から流れ込んで気がしたのを今もなんとなく覚えている。結局、百物語はそのまま始まった。と言っても最初は本当にただの遊びだった。工藤が勝手にプロジェクターを起動して、ネットから拾ってきたろうそくの画像をスクリーンに映す。黒い背景の中にずらっと並んだ100本のろうそく。揺れる火が思ったより雰囲気を出していて、エリなんかは、おー、なんかそれっぽいじゃん。と、妙にテンションが上がっていた。部室のカーテンを閉めると、部屋の中は一気に薄暗くなる。窓の隙間から差し込む夕方の光と、プロジェクターのぼんやりとした明かりだけが、机や椅子を青白く照らしていた。んじゃ記念すべき1話目は、俺からな。昔さ、俺ん家の近くの公園で、夜中になるとブランコが勝手に揺れるって噂があったんだよ。しょっぱなから弱っ。うるせえよ。そんな感じで始まった百物語は、最初のうちは笑い話みたいなものばかりだった。工藤の話はどこか持っている感じがするし、エリは、友達の友達が、みたいな定番の怪談を話す。マキは意外と話が上手くて、トンネルで見た女の話なんかを静かな声で語っていた。その度に工藤が、うわーだの、
それ絶対嘘だろ。だの騒ぐもんだから、怖いというよりかは普通に盛り上がっていた気がする。ただ遠藤の番だけは少し空気が違った。遠藤のターンだぞ。工藤に言われ、遠藤は読んでいた文庫本を静かに閉じた。そして少しだけ考えるように黙った後、低い声で言った。俺が小学生の頃の話なんだけどな。その瞬間部室の空気が少し静かになった気がした。遠藤はもともと声が大きい方ではない。でもあいつの話って妙に耳に残るんだ。当時、俺のばあちゃんの家の近くに使われていない古い井戸があった。遠藤はそこで一度言葉を切った。プロジェクターの光が横顔をぼんやりと照らしている。近所じゃ夜に覗くなって言われていたんだ。理由は知らない。でも子供ってそういうのを聞くと逆に気になるだろう。工藤が、わかるわーと笑う。だが遠藤は笑わなかった。で、ある日夕方くらいに友達と二人で見に行ったんだ。部室の外で誰かが走る音がした。多分運動部だろう。でも、なぜかその音が妙に遠く感じた。井戸の中、真っ暗だったんだよ。何も見えなかった。でもな。遠藤はそこでゆっくりと顔を上げた。覗いた瞬間、下から誰かが覗いていたんだ。その言い方が妙にリアルで、エリが、あっと肩を震わせる。え？顔見えたの？マキが小さな声で聞いた。いや、暗くて見えなかった。でもいるってわかった。それ、絶対気のせいだろ。工藤が笑う。だが遠藤だけは少しだけ眉を潜めた。いや、違う。その時一緒にいた友達も同じもん見てた。その瞬間だった。パチッとプロジェクターのろうそくが一つ消えた。あ、今何話目？エリが言う。14。工藤が適当に答えながらリモコンをいじる。あれ？どうした？いや、俺まだ消してないんだけど。一瞬、部室が静かになった。勝手に進んだ？マキが少し不安そうに言う。いやいや、んなわけ。工藤は笑いながらリモコンを確認する。まあ古いやつだし、接触悪いんじゃね？その言葉でなんとなく空気は戻った。俺もその時は別に変だとは思わなかった。古い学校だし、機械の調子くらい悪くてもおかしくない。ただその時、遠藤だけは無言でプロジェクターを見ていた。それからもしばらく百物語は続いた。ろうそくが20本、30本と減っていくにつれて、部室の中はどんどん暗くなっていく。最初は夕焼け色だった窓の外も、いつの間にか青黒く変わっていた。気づけば校舎の中はかなり静かになっていた。野球部、もう終わったっぽいな。俺が窓の外を見ながら言うと、工藤も、マジだとうなずく。さっきまで聞こえていた掛け声も、もう聞こえなかった。てか、今何時？エリがスマホを見る。6時半。もうそんな？なんだかんだで結構長いこと話をしていたらしい。だが、不思議と帰る空気にはならなかった。
次、マキな。もうネタないよ。なんでもいいって。マキは少し考えた後、小さく息を吐いた。じゃあ、これは中学校の時の話なんだけど。部室の空気がまた静かになる。プロジェクターのろうそくが揺れていた。うちの学校、音楽室が出るって噂があったんだよね。窓の外で風が吹いた。カタッと窓が小さくなる。夜になると誰もいないのにピアノの音が聞こえるって。その時だった。ガタンと突然部室の後ろで大きな音がした。エリが悲鳴を上げる。俺も反射的に振り返った。だが何もいない。ただ壁際に積んであった古い雑誌の山が崩れていただけだった。びっくりした。工藤が胸を押さえながら笑う。タイミング良すぎだろ、今の。エリとマキも半分安心したように笑っていた。だが、遠藤だけは笑っていなかった。遠藤は崩れた雑誌の方ではなく、部室のドアを見ていた。遠藤？俺が声をかける。いや。遠藤は小さく首を振った。今、廊下歩いてたやついたか？え？誰かドアの前通らなかったか？俺は思わずドアを見る。部室の扉には小さな縦長の窓がついている。だが、その向こうには誰もいない。いや、誰も。そう言いかけた時だった。すっと窓の向こうを何か黒い影が横切った。思わず息が止まる。今の見た？マキが小さな声で言った。誰かいたよね。工藤が立ち上がる。なんだよ、先生か。そう言って工藤はドアを開けた。だけど廊下には誰もいなかった。夏休み特有の生ぬるい空気だけが静かに流れている。そして遠くでどこかの教室の窓が風で鳴った。誰もいねえじゃん。工藤が戻ってくる。つうか、お前らビビりすぎ。そう言って笑う工藤の声がさっきより少しだけ小さかったのを俺はなんとなく覚えている。その時だった。パチッとまたろうそくが一本消えた。誰もリモコンには触っていなかった。一瞬部室の空気が止まったような気がした。プロジェクターの光だけが静かな部屋の中でぼんやりと揺れている。ろうそくの火が一本減っただけなのに、部屋全体がさっきより暗くなったように感じた。工藤が消したの？エリが不安そうに工藤を見る。いや、触ってねえって。工藤もさすがに少し真顔だった。リモコンを持ち上げて確認をしているが、誤作動なのか何なのかはわからないらしい。まあ、古いしな。勝手に反応したんじゃね？そう言って笑おうとした工藤だったが、声が少し引きつっていた。遠藤は黙っていた。ただ、さっきから何度も腕時計を見ている。遠藤？俺が声をかけると、遠藤は小さく、あ？と返事をした。いや、なんかさっきから様子おかしくね？別に。短く返し、遠藤はまたプロジェクターの方へと視線を向けた。その横顔は妙に険しかった。それからも百物語は続いた。ただ、さっきまでみたいな明るい空気ではなかった。
誰かが話をしていても、全員どこか上の空で、時々ドアの方を見たり、窓の外を気にしたりしている。部室の中が静かすぎるんだ。エアコンの古いモーター音と、時々カタカタ鳴る窓の音だけが妙に耳につく。気づけばろうそくは70本近く減っていた。ねえ、もうやめない？マキがぽつりと言った。なんか、普通に怖いんだけど。ここまで来たのに？工藤は笑おうとしていたが、さっきほど勢いはない。だって、途中でやめるのも良くないんだろ？それって、遠藤が言ってたやつ？エリが聞く。遠藤はしばらく黙っていたが、やがて小さく息を吐いた。本来百物語ってのは、集めるためのもんじゃねえんだよ。来たものを返すために、最後までやるっていう話があるんだ。なんだそれ。工藤が苦笑する。お前ほんと、そういう話好きだな。好きじゃねえよ。遠藤は低い声で言った。ただ、昔からそう言われてるってだけだ。その時だった。コンコン。突然、部室のドアがノックされた。全員が固まる。誰も喋らなかった。ただ、静かな部室にノックの音だけが妙に響いていた。誰？エリが小声で言う。先生じゃね？工藤が言ったが、立ち上がろうとはしない。コンコン。また鳴った。今度は少し強かった。おい工藤、開けてみろよ。なんで俺なんだよ。そう言いながらも、工藤は恐る恐る立ち上がった。部室の床がミシッとなる。ゆっくりとドアへ近づき、窓の向こうを覗く。誰もいねえ。は？いや、マジで。工藤がドアを開ける。廊下には誰もいなかった。ただ夕方特有の青黒い光が廊下の窓から差し込んでいて、人気のない校舎がどこまでも静かに続いている。その奥の階段の方から、ギシッと何かきしむ音が聞こえた気がした。なんなんだよマジで。工藤が小さく悪態をつきながら席へと戻る。その時、パチッとまたろうそくが一本消えた。今度は全員見ていた。誰も触っていない。なのに勝手に一本消えたんだ。もうやめようよ。マキの声が震えている。私、本当に無理なんだけど。エリも完全に顔が青かった。工藤もさすがに笑わなかった。遠藤。俺は小さく聞いた。これ、やばいのか？遠藤は答えない。ただ、ずっとスクリーンを見ていた。その顔を見て、俺は初めて本当にまずいのかもしれない。そう思った。気づけば窓の外はかなり暗くなっていた。スマホを見ると、もう7時半を過ぎている。夏だからまだ少し明るいが、校舎の中はほとんど夜みたいな暗さだった。あとちょっとで100じゃん。工藤が無理やり明るく言う。終わったらマジで帰ろうぜ。誰も返事をしなかった。その時だった。でさ、その女が窓の外に立ってて。エリが階段を離していた途中、ガタン。突然部室の窓が
大きな音を立てて開いた。女子二人が悲鳴を上げる。強い風が部室へと吹き込み、机の上の紙が一気に舞った。工藤が立ち上がる。だが、遠藤だけは窓ではなく、部室の後ろを見ていた。おい。低い声だった。お前ら今、誰か喋ったか？は？なんだよ。工藤が振り返る。その瞬間だった。次、誰の話？声がした。部室の後ろから。それは知らない声だった。一瞬、全身の血が冷たくなる。誰も動かなかった。いや、動けなかった。そして、パチッと、プロジェクターのろうそくが一気に全部消えた。部室が真っ暗になる。女子二人の悲鳴。工藤の椅子がガタンと倒れる音。その暗闇の中で、工藤！遠藤が叫んだ。後ろを見るなよ。次の瞬間、ガガガガッと、工藤の椅子がものすごい勢いで後ろに引きずられたんだ。工藤が床に倒れる。何かが椅子を掴んで引っ張ったみたいだった。電気！遠藤の声で俺は反射的に壁のスイッチを叩いた。パッと蛍光灯がつく。だがそこには誰もいなかった。ただ工藤の椅子だけが部室の後ろまで引きずられていた。は？工藤の顔が真っ青だった。その時遠藤がゆっくりとプロジェクターを見た。俺もつられてみる。スクリーンにはまたろうそくが映っていた。一本だけ。暗い画面の中央で揺れている。そして遠藤の顔色が変わった。帰るぞ。え？いいから。遠藤がここまで強い声を出したのを俺は初めて聞いた。全員で荷物をつかみ、慌てて部室を飛び出す。先生に見つかったら面倒だから、本当は走るのもダメなんだろうけど、そんなことを気にしている余裕はなかった。人気のない廊下を俺たちはほとんど無言で進んだ。ただ後ろから時々、コツ、コツ、と足音みたいなものが聞こえている気がした。遠藤。振り返るな。それだけだった。階段を降り、昇降口を抜け、ようやく校舎の外へ出る。夏の夜の空気が一気に肺へ入ってきた。全員しばらく何も喋れなかった。そして最初に声を出したのは工藤だった。やっべえ、マジで死ぬかと思った。もうやだ。エリが半泣きで言う。マキも無言でうなずいていた。しばらくして俺は遠藤に聞いてみた。なあ、何だったんだよあれ。遠藤は少し黙っていた。校舎を見上げながら小さく息を吐く。はあ、百物語ってのはな、呼ぶためのもんじゃねえんだ。来たものを返すために最後までやる。だから途中でやめるなって言われているんだ。じゃあ、今回のって。俺が聞くと、遠藤は小さく言った。ああ、最初から混ざってた。一瞬、全員が黙る。は？工藤が笑おうとする。いや、怖がらせすぎだろ。だが遠藤は笑わなかった。
プロジェクター、最初ろうそく100本じゃなかった。え？ 101 本あったんだ。風が吹いた。その瞬間、全身に鳥肌が立った。いや、見間違いだろ。工藤が言う。遠藤は少しだけ目を細めた。それならいいけどな。そこで俺はなんとなく校舎を振り返った。文化部棟の2階、読書部の窓、真っ暗なはずの部室で、一瞬だけ青白い光がぼんやりと灯った気がした。まるでまだプロジェクターがついているみたいに。あの時は本当にただ疲れていただけだった。仕事が立て込んで気づけば3週間まともに休めていなかった。毎日同じ時間に起きて、同じ電車に乗って、同じ顔ぶれとすれ違って、同じようなやりとりを繰り返す。別に大きなミスをしたわけでもないし、誰かに強く叱られたわけでもない。ただ、少しずつ削られていく感じだけが確実にあった。だから、1週間前にはもう決めていたんだ。次の休みは一人でどこかに行こうと。事前に有給を申請して3日分まとめて取った。特に遠くへ行くつもりなんてなくて、とにかく人の少ない場所が良かった。スマホで適当に探して見つけたのが山の中にある小さな温泉地だった。有名でもなんでもない。名前も聞いたことがない場所。レビューもほとんどなくて写真も少ない。でもそれが逆に都合が良かった。人がいなさそうだと思ったんだ。出発をしたのは平日の朝。高速に乗ってしばらくすると景色はゆっくりと変わっていった。ビルが減って田んぼが増えて、やがて林と山ばかりになる。窓を少し開けると湿った土の匂いが流れ込んできた。それだけでほんの少し気が楽になる。そして昼過ぎには最寄りの町に着いた。観光地と呼ぶには小さすぎる。どこか時間が止まったような場所だった。駅前も静かで、開いている店もまばら。適当に入った定食屋で遅めの昼食をとる。テレビでは地方のニュースが流れていて、隣の席では年配の夫婦がほとんど会話もせずに食事をしていた。不思議とその静けさが心地よかった。食後に少し街を歩いた。小さな神社、川沿いの道、古びた商店街。どこに行っても人は少なくて、時間だけがゆっくりと流れているような、そんな感覚があった。ただ夕方が近づくにつれて、妙な落ち着かなさが混じり始めた。怖いわけじゃない。何かがあるわけでもない。でも、長くとどまる場所じゃない。そんな感覚だけがはっきりと残ったんだ。予約していた宿は町からさらに山の奥にある。チェックインの時間もあるし、そろそろ向かうことにした。ナビに住所を入れるとルートが表示される。所要時間約40分。思ったより近い。最初は整備された道だった。対向車も時々来るし、民家もポツポツある。だが山に入るにつれて、道は急に細くなった。ガードレールはあるが頼りなく、その先はすぐ斜面で、下がどうなっているのかわからない。カーブも増えて、自然と速度を落とす。気づけば対向車は一台も来なくなっていた。ラジオをつけてみるが、途中からノイズが混じり始めて、
やがて何も聞こえなくなる。仕方なく電源を切ると、車内は急に静かになった。ナビを見ると、残り20分。だがルートは、さらに山の奥へと伸びている。少しだけ迷った。引き返して、もっと大きな道を使うべきではないかと。けれど、ここまで来て戻るのも面倒だったし、ナビが表示している以上、道はつながっているはずだと思った。そのまま進む。しばらくして違和感に気づいた。同じような景色がずっと続いている気がする。同じようなカーブ、同じような木々、同じようなガードレール。もちろん違う場所のはずなのに、どこか繰り返しているような感覚が離れなかった。日もかなり落ちてきていた。山の中は暗くなるのが早い。ヘッドライトをつけると、照らされた範囲だけが妙にくっきりと浮かび上がった。それ以外はすぐに闇に飲まれていた。その時だった。前方のカーブの先、ヘッドライトの端に一瞬だけ何かが映った気がした。それは人影のようにも見えた。俺は見間違いかとも思ったが、ゆっくりと車を進めると、それははっきりとした形になる。道路脇に誰かが立っているんだ。こんな時間に、こんな場所で。その人影はこちらへと向かって、親指をゆっくりと立てる。ブレーキを踏むか、そのまま通り過ぎるか、ほんの一瞬迷った。こんな山の中で人を見かけるなんて普通じゃない。それでもあのまま置いていくのも後味が悪い気がした。スピードを落としながら近づく。人影は動かない。ただこちらを見ている。街灯もない場所なのに不思議とはっきりと見えた。男だった。30代くらいに見える。服は薄汚れていて、どこか湿っているようにも見えた。窓を少しだけ開ける。どうしました？俺が声をかけると、男は一拍置いてから口を開いた。この先まで乗せてもらえますか？低くて抑揚のない声だった。どこまでですか？俺がそう聞くと、男はゆっくりと視線を前方へと向けた。この先のカーブでいい。それだけ言って、また黙った。カーブなんていくらでもある。そう思ったが、なぜかそれ以上聞き返す気にはなれなかった。助手席のドアを開けると、男は躊躇なく乗り込んできた。その瞬間、ふわっと湿った空気が流れ込んだ。土と水の匂い。それに混じって、どこか生臭いような匂いがした。思わず窓を少しだけ広く開ける。すみません。そう言ったつもりだったが、男は何も返さなかった。ドアが閉まる。シートベルトの音は聞こえなかった。車を発進させる。しばらくは何も起きなかった。ただ、隣に誰かがいるというだけで、さっきまでの静けさとは違う妙な圧迫感があった。会話もない。ラジオもつかない。スマホの電波も圏外のまま。仕方なくバックミラーに目をやる。その瞬間、男と目が合った。後部座席には誰もいないはずなのに、ミラー越しに見える男の目は、なぜかやけにはっきりとしていた。すぐに視線を前に戻す。気のせいだと思おうとしたが、それからも何度か同じことが起きた。ミラーを見るたびに目が合う。そらしてもまた合う。まるでずっと見られているみたいに。耐えきれずに声をかける。この辺りの人ですか？返事はなかった。
聞こえていないのかと思い、もう一度聞こうとしたとき、もう少し先です。男が前を見たまま言った。タイミングが妙だった。質問に答えたわけではない。まるで、こちらの考えを遮るように。喉の奥が少し乾く。ナビを見ると、目的地まで残り10分ほどになっていた。だが、表示されているルートとは別に、なぜか細い脇道が強調されている。見覚えのない表示だった。こんな道、さっきまでなかったはずだ。次、そこ。男がはっきりと言った。指さした先には、ほとんど使われていないような細い道があった。ガードレールもなく、奥は暗くて見えない。ナビはこっちじゃないみたいですけど。思わずそう言う。すると男はゆっくりとこちらを向いた。いいから。その一言だけ。さっきまでと同じ声のはずなのに、なぜかすぐ近くで囁かれたように聞こえた。背筋が冷える。無視をして通り過ぎることもできたはずだった。けれど、気づけばハンドルを切っていた。細い道に入った瞬間、ナビの画面が一度暗くなり、すぐに別の表示へと切り替わる。目的地を再設定しました。機械音声が流れる。設定なんてしていない。画面に表示されたのはこの先のカーブ。それだけだった。するとその時、隣から小さな音がした。水がポタリと落ちるような音。視線を向ける。男の服の袖から雫が落ちていた。シートに暗いシミが広がっていく。もうすぐです。男が言う。その声はどこか少しだけ安堵しているようにも聞こえた。前方に急なカーブが見えてくる。ガードレールの先は真っ暗だった。ブレーキに足をかけたその瞬間、バックミラーに映った。後部座席にもう一人、同じ男がこちらを見ていた。反射的にミラーから目をそらした。見間違いだと思いたかったんだ。だが、もう一度だけ確認しようと、ゆっくりと視線を戻す。やっぱりいる。後部座席に同じ男が座っているんだ。服の濡れ具合も、うつむき方も全部同じ。ただ違うのは、その顔がはっきりとこちらを向いていることだった。息が浅くなる。ここで。隣の男が静かに言った。前を見ると、例のカーブがすぐそこまで迫っている。ブレーキを踏む足に力が入らない。減速しているはずなのに速度が落ちない。むしろじわじわと上がっている。ちょっと待って。言葉が途中で途切れる。アクセルに乗せた覚えのない足に重みがかかっていく。踏み込まれているんだ。自分の意志ではない。ハンドルもわずかに右へと引かれている。カーブの外側へ、外側へと。ここでいい。今度は後ろから声がした。同じ声が重なる。ミラー越しに二人の男がこちらを見ている。どちらも同じ顔で同じように口を開いている。ここでいい。ガードレールが迫る。その向こうは何も見えない闇。ブレーキを踏み込む。効かない。ハンドルを戻そうとする。動かない。視界の端で花束が見えた。いくつも置かれている。その間に古びた標識が立っていた。
事故多発。その下に手書きのような文字。このカーブで男性死亡。次の瞬間ナビが鳴った。目的地に到着しました。乾いた音声がやけにくっきりと響く。画面には現在地を示すマーク。それはちょうどカーブの外側、ガードレールの向こうに重なっていた。ほら、着いた。隣の男が笑った気がした。同時に後ろの男も。強い衝撃が来ると思った。けれど来なかった。代わりに、ふっと体が軽くなった。車の音も、エンジンの振動も、何もかもが遠のいていく。気づけば俺は立っていた。さっきのカーブの道路脇に。目の前には自分の車がある。フロントが大きく潰れて、ガードレールを突き破っていた。その向こう、暗闇の下に落ちていくライトの残像が見える。理解が追いつかない。一歩近づこうとする。するとその時、背後で音がした。車のエンジン音。振り返ると、ヘッドライトがこちらに向かってくる。一台の車がゆっくりと近づいてきて、少し手前で減速した。運転席の顔がこちらを見ている。それはどこか疲れた顔をしていた。その瞬間理解した。俺はもうそっち側ではない。なのに体が勝手に動く。道路の端へと歩いていく。そして腕がゆっくりと上がり、親指を立てる。止めるつもりなんてないのに止まらないんだ。車が完全に止まり、窓がわずかに開く。どうしました？運転手がそう聞く。すると口が勝手に動いた。この先まで乗せてもらえませんか？自分の声なのに少し遅れて聞こえた。どこまでですか？その問いにほんの一瞬だけ迷った。けれどすぐに言葉が出る。この先のカーブでいい。遠くでナビの音声が聞こえた気がした。目的地を再設定しました。それが誰の車のものなのか、もうわからなかった。その話を見つけたのは自治体の移住支援サイトだった。仕事のあてもなく貯金も減り続けていた時期で、正直なところ条件さえ合えば場所はどこでもよかった。そんな中で目に入ったのが空き家提供、仕事斡旋あり、即入居可というあまりにも都合のいい募集だった。掲載されていた写真を見る限り、家は古いが状態は悪くない。周囲の環境も静かそうで、生活に困るような雰囲気ではなかった。細かいことを考える余裕もなく、俺はそのまま申し込みをした。現地に着いてから最初に違和感を覚えたのは、不動産屋が一切関わっていないことだった。手続きを担当したのは役場の職員で、書類の説明から契約、鍵の受け渡しに至るまで、すべて庁舎の中で完結した。形式としては問題ないはずなのに、選ぶという工程がごっそりと抜け落ちているのがどうにも引っかかった。机の上には明らかに複数の物件資料が並んでいた。だが、それらに触れることも内容を確認することも許されないまま、話は一方的に進んでいく。その流れを止めるように、俺は一度だけ口を挟んだ。他にも空き家ってあるんですよね。
確認のつもりで軽く聞いたつもりだったが、担当の男はペンを動かす手を止めることもなく、書類に視線を落としたまま、わずかに口元だけを緩めて答えた。ええ、ありますよ。ただ、どの家でもいいというわけではないんです。そして少し間を置いてから、今度はゆっくりと顔を上げる。その視線がまっすぐとこちらを捉えてから静かに続けた。住む人に合う家と合わない家がありますから。俺は言っている意味がよくわからず、そのまま聞き返す。合うっていうのは何にですか？すると男はほんのわずかに首を傾けてから当然のことを説明するような調子でこう言った。人ですよ。住む人間にです。その答えは説明になっていなかったが、それ以上踏み込める空気ではなかった。結局、提示された一件の書類にサインをする形で話は終わり、そのまま現地の家へと案内されることになった。車で数分ほど移動した先、集落の先にある一軒の前で車が止まった。周囲を見渡すと似たような空き家はいくつもあった。中には明らかに新しそうな家や手入れの行き届いた建物も混ざっている。それでも案内役の男は一切迷うこともなく、その中の一軒の前で足を止めた。こちらになります。そう言って鍵を差し出してくる。その仕草は最初からここ以外に選択肢が存在していなかったことを示していた。玄関の前で一瞬だけ迷った後、鍵を受け取り、扉を開ける。その瞬間、かすかに鼻につく匂いがあった。カビとも違う、古くなった水のような、どこか湿った匂い。だが、それに反して室内は妙に整っていた。床には埃がほとんどなく、家具もきちんと配置されている。生活品も一通り揃っていて、むしろ誰かが最近まで普通に暮らしていたような、そんな空気が残っていた。靴を脱ぎながら背後に立っている男に振り返る。気になっていたことをそのまま口にした。ここ、前に住んでた人っているんですよね。すると男は特に隠す様子もなくあっさりとうなずいた。ええ、いましたよ。しばらく住んでいました。そこで一度言葉を切ると、ほんのわずかに視線を外しながらこう続けた。ただ、いなくなってしまいましたが。その言い方に引っかかりを覚えて思わず踏み込んだ。いなくなったって引っ越したんですか？すると男はすぐには答えず、数秒だけ間を置いてから曖昧に肩をすくめた。まあ、そういうことになってますね。それ以上は聞けなかった。というより、聞いても意味がないと感じた。その代わり、男は去り際に一つだけ、妙に具体的な注意を残していった。玄関を出て、ドアに手をかけたまま振り返りもせず、少し低い声でこう言った。生活に困ることはないと思います。ただ、できるだけ家の中の配置は変えないでくださいね。理由は説明されなかった。だがその言い方は、お願いではなく、明らかに条件だった。俺は一人になってから改めて家の中を見て回った。キッチンには使いかけの調味料が残っていて、棚には食器がそのまま並んでいる。冷蔵庫の中には何も入っていなかったが、電源は入っていた。風呂場にはシャンプーや石鹸が置かれ、タオルまでかけられている。どれも古びてはいるが、放置されていたというよりは、
途中で切り取られた生活がそのまま残っているような状態だった。リビングに戻ったとき、壁にかけられたカレンダーが目に入った。日付は3ヶ月前で止まっている。その日だけ赤いペンで丸がつけられていた。理由はどこにも書かれていない。そしてその夜、初めて音を聞いた。風呂に入ろうと準備をしていた時だった。最初は気のせいかと思ったが、耳を澄ますと確かに聞こえてくる。2階からゆっくりとした足音がしていた。キシ、キシッと床を踏む音が一定の間隔で続いている。ただのきしみではない。明らかに歩いている動きだったんだ。しばらくその場で様子を伺っていたが、音は止まらない。俺は意を決して階段を上がってみる。一段ずつ慎重に。音は俺が上がる直前で止まった。2階の廊下は暗く静まり返っている。さっきまで何かがいた気配だけが妙に濃く残っている。一部屋ずつ確認していくが、どこにも人はいない。ただ、一番奥の部屋だけ少しだけドアが開いていた。その部屋はさっき見た時には閉まっていたはずだった。ゆっくりと近づき、指先でドアを押す。きしむ音を立てながら開いたその先は、物置のような部屋だった。段ボールや古い家具が積まれているだけで、人の姿はない。それでも違和感が残る。視線を動かしていく中で一つだけ気づいた。段ボールの一つが開いているんだ。さっき見た時には閉まっていた気がした。ゆっくりと近づき中を覗く。中にはノートが一冊入っていた。擦れた表紙には何も書かれていない。手に取って開く。中には手書きの文字がびっしりと並んでいた。日付とその日の出来事。どうやらこの家の前に住んでいた人間の日記らしかった。何ページかめくってみる。最初は普通の生活の記録だった。だが途中から明らかに様子が変わっていく。また音がする。2階を誰かが歩いてる。配置を変えたら元に戻されてた。使っていないのに水が出ている。ページをめくる手が止まらなくなる。そして文章が徐々に荒れていった。おかしい。この家は真似をしてくる。生活が重なってくる。時間を合わせられている。背中にじわっと嫌な汗が浮かぶ。その時だった。1階の方から水の音が聞こえてきた。今度ははっきりとしていた。蛇口をひねった時のあの連続した水の音。ゆっくりと視線を落とし、手元の日記の最後のページを見る。他のページよりも強く書き殴られた文字。このままだと同じになる。順番にやられてる。そしてその下に、次は多分風呂だ。その一文を読んだ直後、下から聞こえてくる水の音がわずかに強くなった気がした。俺はしばらくその場から動けなかった。手に持ったままの日記と一回下から聞こえてくる水の音が頭の中で妙に結びついてしまっていて、どちらかを無視することができなかったからだ。だが、このまま立ち尽くしていても何も変わらない。そう思い直して、ようやく足を動かし、ゆっくりと階段へと向かう。一段ずつ降りるたびに、水の音ははっきりと輪郭を持っていく。誰かが普通にシャワーを使っている時と同じ、一定の水圧の音だった。
風呂場の前に立った時にはもう疑いようがなかった。中で確実に水が出ている。ドアノブに手をかけるまでほんの一瞬のはずなのにやけに長く感じた。ゆっくりと押し開ける。だけど中には誰もいなかった。それでもシャワーだけがさっきから変わらない勢いで流れ続けている。一歩踏み込んで蛇口に目をやった。きちんとひねられている状態だった。つまりこれは故障でも誤作動でもない。誰かが開けた形そのままということになる。手を伸ばして水を止めると、音が消えた瞬間に家の中が異様なほど静かになった。さっきまで確かに動いていた何かが一斉に気配を消したような、そんな不自然な静けさだった。そしてその夜は結局ほとんど眠れなかった。2階からの音は何度か聞こえてはいたが、もう確かめに行く気にはなれなかった。代わりに布団の中で日記の内容を何度も思い返していた。翌日から意識的に生活を観察するようになった。すると気づきたくなかったことがはっきりとしてくる。この家の中で起きている変化は単なる怪現象ではない。一つの流れに沿って揃えられているんだ。置いたはずの場所と違う位置に物がある。使っていないはずのコップが濡れている。消したはずの電気がついている。最初はバラバラに見えていたそれが、日を追うごとに一つの形を作っていく。そして、その形に見覚えがあることに気づいた。日記に書かれていた生活とほとんど同じだったんだ。帰宅する時間、靴を脱ぐ位置、使う部屋の順番。細かいところまで少しずつ一致していく。俺は気味が悪くなって、ある日わざと行動を変えてみた。いつもなら帰宅してすぐにリビングに入るところを、その日は直接寝室に行く。風呂の時間も意図的にずらしてみた。その日の夜だった。寝室に入った時、違和感に気づいた。置いた覚えのない位置に服が畳まれている。しかもそれは自分が普段着ない組み合わせだった。日記の一節が頭をよぎる。配置を変えたら元に戻されてた。俺は試すように今度は家具の位置を少しだけ動かしてみた。テーブルを数センチずらすだけ。ほんの些細な変化。だけど翌朝元に戻っていた。ぴったりと元の位置に。その時点で確信に変わった。この家はただおかしいだけではない。戻そうとしている。そしてその日の夕方、俺は役場に向かった。直接聞くしかないと思ったんだ。窓口にいたのは最初に対応したあの男だった。俺の顔を見ると特に驚いた様子もなく、いつも通りの調子で軽くうなずいた。だけどその態度が逆に神経に触った。少し話いいですか？俺はできるだけ落ち着いた声でそう言うと、男は手元の書類を整えながらゆっくりと顔を上げた。そしてこちらの様子を一通り観察するように視線を向けてから穏やかな口調で答えた。ええ、構いませんよ。どうかされましたか？その問い方が最初から内容を分かっているように聞こえた。少し間を置いてから言葉を選ぶ。あの家、何なんですか？空気がわずかに変わった。だが男はすぐに表情を崩さず、軽く首をかしげる。何とは？曖昧に濁されるのが分かっていて、
それでも踏み込んだ。前に住んでいた人、どうなったんですか？今度は数秒だけ沈黙があった。その後男は小さく息を吐いてから納得したようにうなずいた。ああ、そこまで行きましたか。その言い方に背筋が冷える。知っている前提の口調だったんだ。男は椅子に深く座り直すと、少しだけ声を落とし、周囲を気にする素振りを見せてから、こちらにだけ聞こえるような声で話し始めた。隠すようなことでもないんですがね、あの家、ちょっと続いているんですよ。意味がわからず黙っていると、男は言葉を続けた。住んだ人間の生活がですよ。完全に同じ流れでね。思わず口を開く。同じって何が？男はまるで当たり前のことを説明するような調子で淡々と答えた。最初から違和感は始まります。音とか水とか配置のズレとか。それで少しずつ生活が寄っていく。そこで一度言葉を切り、こちらの反応を確認するように視線を向けた。最終的には同じ行動をとるようになります。喉が渇く。それでも無理やり聞き返した。それでどうなるんですか？そして男はほんのわずかに笑った。それは安心させるような柔らかい笑い方だった。決まってますよ。前の人と同じです。その一言で日記の最後の行が頭に浮かんだ。次は多分風呂だ。しばらく言葉が出なかった。その沈黙を埋めるように男が静かに続ける。ただ安心してください。いきなりそうなるわけじゃない。ちゃんと段階を踏みますから。俺はその言い方にゾッとした。まるで手順の話をしているみたいだった。なんでそんな家を使っているんですか？ようやく出た言葉はそれだった。男は一瞬だけ考えるように視線を落とし、それからあっさりと答えた。効率がいいからですよ。あまりにも簡単な理由だった。処理も、記録も、説明も、全部同じで済みますからね。その瞬間理解した。これは事故でも何でもない。最初から分かっていて、ここに住まわしているんだ。男は最後に軽く念を押すように言った。だから最初に言ったでしょ。合う家と合わない家があるって。その言葉が今になってはっきりと意味を持った。再現できる人間を選んでいるんだ。俺は役場を出た後、足取りがうまく定まらなかった。逃げなければいけない。そう思っているのに、どこかでまだ間に合うという感覚が残っている。だがその答えはその日の夜に完全に崩れた。家に戻り、何気なく日記を開いた時だった。最後のページのさらにその先に昨日までなかったはずのページが増えていることに気づいた。ゆっくりとめくる。そこには新しい日付が書かれていた。今日の日付だった。その下に短く一行だけ。水の音を確認。そしてそのさらに下にまだ来ていないはずの日付とその予定が書かれていた。4月19日、風呂で。そこで文章は途切れていた。その夜俺は風呂には近づかなかった。
日記に書かれていた通りになるくらいなら、どんなに不自然でも避け続ける方がいい。俺はそう判断して、風呂場のドアには手を触れないまま、リビングで一晩をやり過ごした。水の音は何度も聞こえてきた。強くなったり弱くなったりをしながら、まるで中に誰かがいるかのように断続的に続いていた。それでも無視した。音を聞かれないようにテレビをつけ、わざと明るくして、眠れないまま朝を迎えた。これで流れは変えられたはずだ、とその時は思った。だが、その考えは甘かった。翌日の夕方、仕事から戻ってきた時、玄関を開けた瞬間に違和感があった。空気の湿り方が違う。家の中にわずかに湿気の残りのようなものが漂っていた。俺は嫌な予感を抱えたまま中へと入ると、リビングのテーブルの上に見覚えのないものが置かれていた。タオルだった。濡れている。しかも、きちんと畳まれている。昨日俺は一度も風呂に入っていない。それでも入った後の状態だけがそこに残っている。ゆっくりと視線を動かす。床にはうっすらと水の跡が続いていた。玄関からではない。風呂場からリビングまで。背中が冷たくなる。日記の言葉が頭の中でつながる。生活が重なってくる。その日は何もせずに家を出た。このままここにいたら本当に同じ流れに乗せられる。そう確信したからだ。そのまま役場へと向かった。逃げるための手続きでも何でもいい。とにかくこの家から離れる理由を作らなければならなかった。そして窓口にはまたあの男がいた。俺の顔を見ると特に驚く様子もなく、いつも通り軽くうなずいた。その態度がもう隠す気すらないことを示していた。息を整えてからはっきりと言う。解約したいんですけど。男はすぐには答えなかった。手元の書類をゆっくりと揃えながら少しだけ間を置いてから顔を上げた。その視線はどこか確認するような色を含んでいた。理由を伺っても、分かっているくせにと思いながらもあえて言葉にする。住める状態じゃないんですよ。あの家、おかしい。すると男は小さく息を吐くようにしてから、やや困ったような表情を作った。だがその目は全く困っていなかった。そうですか。ですが、契約上、すぐの解約は難しいですね。淡々とした説明口調だった。補助金の関係もありますし、最低限居住期間がありますから。話にならない。俺は思わず声が荒くなった。そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。男はそこで初めて少し真面目な顔になった。そして周囲を一度見渡してから声を落とす。もう少しで終わるんですよ。意味がわからず言葉を失った。男はそのまま続ける。今の段階ならあと一手で済む。ここで抜けられると記録が崩れるんですよ。その言い方ではっきりとした。これは単なる管理じゃない。終わらせることが目的になっているんだ。ふざけんなよ。思わず漏れた言葉に男は静かに首を振った。ふざけてはいませんよ。むしろ合理的ですよ。そして机の上に置かれた書類を指で軽く叩いた。同じ結果。そうしておけば全部同じ処理で済む。
その一言で完全に理解した。あの家はそうやって処理するための場所なんだ。これ以上話しても俺は無駄だと分かり、そのまま役場を出た。その足で村の外へと向かう。もう歩きでも何でもいい。とにかく離れるしかない。だが村の出口に差し掛かったところで足が止まった。道の先に人が立っているんだ。一人ではない。何人もいる。全員こっちを見ていた。その中には役場の男の姿もあった。ゆっくりと近づいてくる。逃げようとしても、後ろからも同じように人影が現れる。挟まれていた。やがて男が前へ出てきて、落ち着いた口調で話しかけてくる。戻りましょうよ。あと少しですから。その言い方は、まるで作業の途中を中断された人間に対するものだった。もう流れに入っているんですよ。その言葉に背中が冷えた。気づけば俺は手をつかまれていた。強く押さえつけられているわけではないのに、抵抗する気力がそがれていく。そのまま引き戻される形で家の方へと連れて行かれる。玄関をくぐった瞬間、空気の重さが変わった。湿っている。あの水の匂い。気づいた時には足が勝手に動いていた。自分の意志じゃない。それでも体は迷いなく風呂場の方へと向かっていく。やめろ。声に出しても動きは止まらない。ドアの前に立つ。手が勝手にノブにかかる。そして後ろで誰かが小さく言った。ほら、合ってる。ゆっくりとドアを開ける。そして中はすでに湯気が立っていた。その瞬間、日記の最後の一行が頭の中で重なった。次は多分風呂だ。俺はそこで意識が途切れた。数週間後、役場の窓口で一人の男が説明を受けている。それは新しく移住してきた人間だった。担当をしているのはあの男だ。いつもと変わらない穏やかな口調で話を進めている。机の上にはいくつかの物件資料が並んでいる。だが、そのうちの一枚だけを取り上げ、迷いなく差し出した。こちらの家になります。男は少し不安な顔をしながらも、書類に目を落とす。他の家って選べたりは？遠慮がちそうな声でそう尋ねると、担当の男は一度だけ軽く笑ってから、ゆっくりと顔を上げた。ええ、ありますよ。ただ、ほんのわずかに間を置いてから、はっきりと続ける。この家、あなたに合っていますから。その言葉と同時に、奥の部屋の棚に置かれた一冊のノートが、わずかにページを開いた。まるで次の記録を待っているみたいに。これは俺の友人の話だ。高柳っていうやつで、普段は怪談師をやっているんだけれど、正直まだ全然売れてなくってさ、月に稼げても多い時で10万いくかっていうところで、普段はもっと少なかった。ライブだの、配信だのを細々続けてはいるけど、それだけではどうしても生活は回らなくて、バイトも長続きしないような、まあギリギリの状態のやつだった。で、そんな生活を続けていたせいで、ついに家賃が払えなくなって部屋を追い出されたんだ。
その時にはもう完全に家なしで、知り合いの家を転々としているような、そんな状態だった。そんなタイミングで、ある日そいつが俺の家に来てさ、今日、ちょっと酒飲ましてくんないなんて言うから、コンビニで酒とつまみを買って、二人でダラダラ飲み始めたんだ。時間もだいぶ遅くなってきて、最初は仕事の愚痴とか、どうでもいい話をしていたんだけれど、そのうち話題も途切れてきて、自然と、これからどうすんのみたいな話になっていってさ。そしてその流れで、高柳が少し笑いながら、でもどこか本気っぽい顔でこっちを見てきて、グラスを軽く揺らしながら、こう言ったんだ。いやもうさ、正直どこでもいいからさ、安いとこない？マジで住めりゃいいんだよ。ネカフェよりマシならさ。冗談っぽく聞こえる言い方ではあったけれど、目は割と本気だった。ああ、こいつは本当に切羽詰まってるんだなって、その時ちょっと思ったんだ。それで俺も軽い気持ちで返したんだ。まあ安いだけなら、あるにはあるんだけどね。一個。そう言った瞬間、高柳がグラスを持ったまま、少し前のめりになってさ。さっきまでのだるそうな雰囲気が嘘みたいに食いついてきたんだよ。え？いくら？てか場所どこ？すぐに住めたりする？その勢いにちょっと笑いそうになりながらも、同時に、ああ、これ言うべきじゃないかもなって、ほんの一瞬だけ引っかかったんだ。ただまあ、その時は酒も入っていたし、そこまで深く考えずに続けちゃったんだ。いやー、値段は普通じゃありえないくらい安いよ。多分お前でも余裕でいける。そこまで言うと、高柳は嬉しそうに笑って、すぐにこう返してきた。最高じゃん。で、何？それ訳あり？その聞き方が、いかにもそういうの待ってましたっていう感じだった。こいつの中では、怖い話イコールネタでしかないんだよなって、その時改めて思った。だから俺も少しだけ言い方を濁しながらこう続けたんだ。出るっていうかさ、なんていうかな。そこで一回だけ間を置いて、グラスを傾けながらできるだけ軽く言った。そこのアパート、自殺スポットって言われてるんだよね。その言葉を聞いた瞬間、高柳は一瞬黙ってさ。でも次の瞬間には、むしろ楽しそうに笑っていたんだ。最高じゃん、それ。そう言ってから少し身を乗り出してきて、さっきよりもずっと興味ありげな声で、こう聞いてきたんだよ。で、どういう話？詳しく聞かせてくれよ。あの時、やめておけばよかったんだけどな。俺、そのまま全部話しちゃったんだよ。あいつにあの話をした数日後、高柳から連絡が来た。部屋決まったわ。電話越しの声はやけに明るくて、嫌な予感はしたけれど、聞かなくても分かっていた。あの部屋か？そう聞くと少し間があってから、軽く笑うような声で、こう返してきた。そうそう、例のやつ。いやー、マジで安すぎて逆に怖いわ。その言い方が妙に引っかかったんだよね。でもまあこいつのことだし、止めたところで聞くようなやつでもない。やめとけって言ったろ。一応そう言ったけれど、高柳はあっさりと流した。大丈夫だって。むしろネタになるだろこれ。7日間で死ぬ部屋とかさ、最高じゃん。その時はまだ本当に軽い感じだった。最初の2日くらいまでは。数日後にまたあいつから連絡が来た。
今度は電話ではなくてメッセージだった。普通にいい部屋だわ。それだけ。拍子抜けするくらい何もない報告でさ。むしろちょっと安心したくらいだった。そしてその日の夜、また追加で連絡が来た。てかさ、寝室だけちょっと湿気やばい。軽いノリで書いてあったけど、内容だけは妙に気持ち悪くてさ。他はって返したらすぐに帰ってきた。他は全然、リビングとか普通。寝室だけなんかジメッとしてる。俺はその時点でちょっとだけ嫌な感じはしていたんだ。そしてそれから一日置いて今度は電話が来た。電話に出ると少し間があってから高柳がボソッと言うんだよ。なあ、ちょっと変なこと言っていい？声のトーンが少しだけ低かった。何？そう返すとあいつは少し迷ったみたいに黙ってから小さく笑ってごまかすように言ったんだ。いや、別に大したことじゃないんだけどさ。寝ているときさ、なんか体が重いんだよ。で、朝起きると服がちょっと湿ってんの。笑いながら言っているんだけれど、内容だけ聞くと全然笑えなかった。汗じゃないの？俺がそう言うとすぐに帰ってきた。いや、それがさ。ここで少し間が空いた。電話越しに妙な静けさがあったんだよ。なんか、水っぽいんだよな。その一言で空気が変わった気がした。それでもあいつは最後まであの軽い感じを崩さなかった。まあ、ネタとしては当たりだわ、これ。そう言って笑って電話は切れた。そして、その次の連絡が来たのは4日目だった。夢、見るようになった。それだけが送られてきて、少ししてからまた続きが来た。井戸の中にいる夢。落ちるんではなくて、最初からそこに立っている。でさ、上から誰かが覗いてくるんだよ。その文章を見たときに、背中がゾワッとしたのを覚えている。あいつにしたら、それすらネタの一部だったのかもしれない。でもなんとなく、あの部屋の話とつながりすぎていた。その日の夜、もう一度だけ電話が来た。出た瞬間、変な違和感があったんだよな。もしもしって言っているのに、声が少し遅れて聞こえるというか、ほんのわずかだけくぐもっている感じがしたんだ。なあ。高柳が少し低い声で言った。これさ、マジで当たりかもしれん。だけどその言い方が前と少し違った。テンションが高いわけでもなくて、ただ妙に落ち着いているんだ。何がだよ。静かなんだよ、この部屋。ほんと何もない。その言葉に理由のない違和感を覚えた。何もないはずなのに何かを隠しているような言い方だったんだ。その後少し沈黙があって、最後にぽつりとこう言ったんだ。これ、いいネタになるわ。そして、その直後に電話の向こうで、ぽちゃんって小さく水の音がした気がした。気のせいかもしれないけど。そしてそのまま通話は切れて、そしてそれ以降、その日はもう連絡は来なかった。その電話の後、どうにも嫌な感じが残ってさ、結局その日のうちに、もう一回だけこちらから電話をしたんだけど、高柳は出なかったんだ。まあ、寝ているだけかもしれないし、とそう思って、その日はそのままにしたんだ。それで次の日、朝になっても連絡がなくて、
なんとなく落ち着かなくてさ。気づいたら俺はあのアパートに向かっていたんだ。場所は前に聞いていたから分かっていたし、正直確認しに行くだけのつもりだったんだよ。ただ着いた瞬間にちょっと空気が違うのは分かった。別に古いわけでもない。普通のアパートなんだけど、なぜか妙に静かで、音が吸われるみたいな感じがしたんだ。それで階段上がって、例の部屋の前まで行った時に、ちょうど隣の部屋の人が出てきてさ、向こうもこっちに気づいたらしく、少し驚いた顔をしてから、様子を伺うように、こう聞いてきたんだ。あの部屋の方ですか？その言い方が、なんとなく引っかかったんだ。ああ、あいつの友人です。って答えると、その人少しだけ間を置いてから、小さくうなずいて。昨日あたりから静かすぎるんですよ。そこまで言って言葉を濁した。大丈夫ですかね。その一言で嫌な予感がはっきりとした。ちょっと見てきます。って言って、そのまま部屋の前に立ったんだ。だけどノックしても反応がなかった。でも、鍵はかかっていなかった。ゆっくりとドアを開けたら、中は普通だった。生活感もあるし、特に荒れている様子もない。ただ、妙に静かだった。音がないっていうより、何かが抑え込まれているみたいな静けさでさ。そのまま奥に進んで、寝室の前に来た時に、足元の感触が少しだけおかしかった。柔らかいっていうか、わずかに沈む感じがしたんだよ。そしてそこで俺は一瞬止まった。で、もう引き返せなくってさ、そのまま扉を開けた。中は暗くて、カーテンも閉まったまま。そしてその中央に高柳が立っていた。こっちに背を向けたまま、じっと動かなかった。おい、高柳。俺が声をかけると、ゆっくりと振り返った。顔は普通だった。普通にいつもの高柳で、ただ、目だけが妙に落ち着いていた。なんだよ、来たのか。そう言って少し笑うんだよ。その様子があまりにも普通で、逆に違和感があってさ。大丈夫かお前。そう聞くと、あいつはあっさりと答えた。何もないって言っただろ。その言葉と同時に足元からじわっと音がした。水ではない、もっと鈍い沈むような音だった。そして俺は見た瞬間、わかったんだよ。床が沈んでいたんだ。いや、違う。沈んでいるんではなくて、引きずり込まれているんだ。高柳の足元がゆっくりと下に落ちていく。なのにあいつ、抵抗しないんだよ。ただ納得したみたいな顔で、小さくこう言ったんだ。ああ、そっちだったのか。そのまま、膝まで、腰まで、音もなく沈んでいって、最後にこっちを見て、こっち、最初から空いていたんだな。そう言って、完全に消えたんだ。その瞬間、部屋の空気が戻った気がした。そして俺はもう、そのまま逃げたよ。後ろも振り返らずに、そのアパートを出た。それで数日後、警察から連絡が来た。高柳は、あの部屋で発見されたらしい。寝室で、仰向けで、全身びしょ濡れの状態で。でも、部屋には水なんて一切なくて、布団も床も乾いたままだった。それで、検視の結果なんだけど、警察が妙なことを言ってさ、肺に水が入っていないんですよ。そう言ったんだ。
つまり、溺れたわけではない。なのに顔だけが溺れた人間のそれだったらしい。俺はそれを聞いたとき、思い出したんだよ。あいつが言っていたこと。井戸の底に最初から立っている夢。上から誰かが覗いてくる話。多分さ、あの部屋、7日間耐えると死ぬんじゃないんだ。7日間であっちに立つ場所が決まるんだよ。だから今もあそこにはまだ空いている場所があるのかもしれない。これは俺が大学2年の夏に体験した話だ。今でも完全に理解できているわけではないし、思い出すたびに胸の奥に小さな引っかかりが残る。もしやり直せるなら、多分俺はあの場所には近づかないと思う。当時の俺はようやく手に入れた大型バイクに夢中になっていた。中学生の頃からずっと憧れていたものを、大学に入ってからバイトで金を貯めて、免許を取って、やっと手に入れた一台だった。時間があればとにかく乗っていたし、特に好きだったのは夜中に一人で走ることだった。車の数も少なく、信号に止められることもほとんどない。エンジンの音と風の音だけがやけに鮮明で、それ以外の音がスッと遠のいていくあの感覚が、不思議と心を落ち着かせてくれた。もっとも、俺がここまでバイクに惹かれるようになった理由は、あんまり人に話せるようなものではない。少し言いよどんだ後で、自分でも苦笑いしながら思い返す。中学生の頃の俺は、今とは比べ物にならないくらい荒れていた。学校に行けば何かしらの問題を起こし、教師とも何度も衝突して、その度に呼び出しを食らう。警察沙汰になることも一度や二度ではなかったし、今振り返れば、よくあれで済んでいたな、と思うようなことも平気でやっていた。その中でも一番たちが悪かったのが、手癖の悪さだった。店のものを盗むのなんて日常みたいなもので、罪悪感もほとんどなかったし、見つからなければそれでいいと本気で思っていた。だけどそれはやがてエスカレートしていって、最終的には原付まで盗んで乗り回すようになった。あの頃はスリルとか優越感とか、そんなものに酔っていたんだと思う。ただ、今になって思い返すと、一つだけ妙な感覚があった。欲しいと思った瞬間、頭で考えるよりも先に、右手が勝手に動いているような感覚。そして気づいた時には、もう掴んでいる。自分の意志というより、反射に近い動きだった。あれが一番おかしかったのかもしれない。当然そんな生活が長く続くはずもなく、俺は盗んだバイクがきっかけで捕まってしまった。俺はそのまま少年院に送られて、1年をそこで過ごすことになった。最初は反発ばかりしていたが、時間が経つにつれて、さすがに自分の状況を理解するようになった。このままじゃまずい、という焦りと、ここからやり直すしかないという諦めみたいなものが少しずつ混ざっていった。結局俺は1年で出所して、それからはなるべく問題を起こさないように過ごすようになった。昔の仲間とは距離を置き、環境を変えるようにして、なんとか普通の高校に進学した。そのまま卒業して、気がつけば大学生になっていた。少なくとも自分では更生した側の人間だと思っていた。だからこそその時も深く考えていなかったんだと思う。大学2年の夏休み、まとまった時間が取れたこともあって、俺は2泊3日のツーリングに出ることにした。
行き先は特に決めず、気の向くままに走って、良さそうな場所があれば立ち寄る。そんな気楽な計画だった。休憩できそうな場所を探そうと、スマホで適当に検索をしていたとき、一つ妙に目につく場所があった。それは山奥にある小さなドライブイン。レビューはほとんどないのに、なぜか書き込みだけがいくつも残っている。そしてその内容が少し奇妙だった。願えば必ず叶う隕石がある。最初にそれを読んだときは、正直ありがちな話だと思った。観光地によくあるちょっとしたネタみたいなものだろうと。軽く流してしまえばそれで終わるはずの話だった。だが、その下に続いていた書き込みに指が止まったんだ。願いが叶った後、大事故に遭う。そこまではまだよくある階段の範囲だった。問題はそのさらに下だった。事故に遭った奴は全員過去に犯罪歴がある。前科か補導歴かは違うけど、とにかく何もしていない奴はいなかった。俺は思わず画面をスクロールする指がゆっくりになった。嫌な感じがじわっと広がってくる。そして決定的だったのはその次の書き込みだった。事故じゃないパターンもある。俺は耳をやられた。何気なく開いたその投稿はやけに具体的だった。昔、オレオレ作業やってた。電話で人を騙して金取ってた。そのせいか知らんけど、ある日から両耳がほとんど聞こえなくなった。事故じゃなくても持っていかれるんだ。多分、使ったところだと思う。そこまで読んだところで、俺は無意識にスクロールの手を止めていた。画面を見たまましばらく動けなかったと思う。偶然にしては妙にできすぎている。そう感じた。けれど同時に心のどこかで別の考えも浮かんでいた。俺はもう違うだろ。確かに昔はやらかしていた。でもそれはもう終わった話だ。今は普通に生活をしているし、同じことを繰り返しているわけではない。だからもしこの話が本当だったとしても、自分は関係ないはずだ。そうやって自分に言い聞かせるようにして、俺はそのドライブインに行ってみることにした。ナビに表示された場所に近づくにつれて、周囲の景色は次第に人の気配を失っていった。街灯の数は減り、道も細くなり、対向車の姿もほとんど見かけなくなった。気づけば、エンジンの音だけがやけに大きく響くようになっていた。やがて目的の場所が見えてくる。古びたドライブインだった。看板の明かりはついているが、ところどころちらついていて安定していない。営業しているはずなのに、活気のようなものはまるで感じられなかった。俺はバイクを止めてヘルメットを外す。その瞬間、ふと違和感を覚えた。静かすぎる。だけど完全に無音というわけではない。かすかに奥の方から何かが流れている音はある。ラジオのような小さな音だ。だがそれ以外の音が妙にそぎ落とされているように感じた。ドアを開けて中へ入る。店内には数人の客がいた。だが誰も会話をしていない。全員がぼんやりと同じ方向を見ている。視線の先にはカウンターの上に置かれた小さなラジオがあった。そこから途切れ途切れの音声が流れている。その中の一人に妙に目を惹かれた。中年くらいの男で、椅子に座ったままずっと両耳を押さえている。まるで何かを必死に遮ろうとしているみたいに強く。その様子がさっき見た書き込みと重なってわずかな嫌な感覚が走った。
その時不意にラジオの音が少しだけはっきりと耳に入ってきた。ノイズ混じりの声が何かを伝えようとしている。だが言葉としてはうまく聞き取れない。それでも不思議と意味だけが残るような感覚があった。俺は視線を外してそのまま店の奥へと歩いていく。例の隕石があるという場所へと向かって。薄暗い照明の下にそれは置かれていた。黒く光を吸い込むような不思議な質感の石。説明書きもなければ囲いもない。ただ無造作にそこに置かれているだけだった。しばらく立ち止まって見ていたが、結局好奇心の方が勝った。ゆっくりと右手を伸ばす。指先が石に触れたその瞬間、それまでぼやけていたラジオの音が急にはっきりと耳に届いた。まるですぐ近くで囁かれたみたいに。罪は記録されています。罪は記録されています。その言葉は耳元で囁かれたみたいにやけにはっきりと聞こえた。思わず息が止まる。反射的に手を引っ込めて周囲を見回した。だが店内の様子は何も変わっていない。客たちは相変わらずラジオの方をぼんやりと見つめたまま動かず、店員もカウンターの奥でうつむいたままこちらに関心を向ける様子はなかった。今のなんだ？頭の中でそうつぶやきながらさっきの声を思い返そうとする。だが言葉の意味ははっきりとしているのに、それ以外の情報、声色や距離感が妙に曖昧だった。まるで自分の中に直接流し込まれたみたいな不自然な感覚だけが残っている。気のせいだよな。そう結論付けようとする一方で、視線は自然と隕石へと戻ってしまう。黒い石は何も変わらずにそこにある。ただ、さっき触れた時の感触だけが妙に生々しく残っていた。冷たいはずなのに、ほんのわずかに暖かく、しかも内側からじんわりと脈打つような感覚。まさか。そんなことを考えかけて、自分で馬鹿らしくなって小さく息を吐いた。はあるわけないだろう。わざと声に出して自分に言い聞かせる。こういうのは半端にビビる方が負けだ。どうせなら最後までネタとして付き合ってやればいい。そう思って今度は迷わず、しっかりと右手で石に触れた。その瞬間、さっきよりもはっきりと何かが流れ込んできた気がした。感触とも違う、熱とも違う。ただ、自分の中に何かが入り込んでくるような、不快でもあり、妙に馴染むような感覚だった。そして、与えられます。今度は確かに聞こえた。しかもさっきよりも近くで、ほとんど耳元で囁かれているような距離だった。俺は思わず振り返る。だが、そこには誰もいなかった。客も店員もやはり変わらない位置にいて、誰一人としてこちらを見ていなかった。なのに声だけが近い。その違和感に背中のあたりがじわっと冷たくなった。喉が渇くのを感じながら、ゆっくりと石から手を離した。やめとくか。と一瞬、そんな考えがよぎった。だがそれ以上に、ここまで来て何もせずに帰るのも、妙に気持ちが悪かった。どうせなら、願うだけ願ってみるか。そう思って軽く目を閉じた。願いなんて正直何でもよかった。ただ分かりやすいものの方が結果も分かりやすい。だから俺は冗談半分みたいな気持ちで頭の中でこう思った。金当たんねえかな。
本当にそれだけだった。その瞬間、ラジオの音が今までで一番はっきりと聞こえてきた。ノイズの奥にある声がゆっくりと言葉を区切る。与えられます。奪われます。禁されます。低く抑揚のない声。感情があるのかないのかわからなかった。ただ事務的に読み上げられているようなそんな響きだった。その内容がじわじわと頭に染み込んでくる。与えられるのはわかる。でも奪われる、禁されるってなんだ？まるで何かと何かを釣り合わせるみたいな。聞こえるうちはまだいいですよ。と、不意にすぐ横から声がした。ビクッとして振り向くと、店員がすぐ近くに立っていた。いつの間にそこにいたのか、全く気配を感じなかった。無表情のまま、こちらを見ている。距離が近いせいか、その目の焦点がどこに合っているのかわからず、妙に落ち着かない。少し間を置いてから、俺はぎこちなく聞き返した。今のどういう意味ですか？すると店員は、ほんのわずかに首をかしげてから、淡々とした口調でこう言った。そのままの意味ですよ。聞こえているうちは、まだ選ばれていませんから。その言葉の意味を考える前に、店員は、すっと視線を外し、そのまま何事もなかったかのように、カウンターへと戻っていった。選ばれてない？頭の中で、その言葉だけが引っかかる。そして同時に、さっき見た書き込みが嫌な形でつながっていく。耳をやられた男。電話で人を騙していた過去。聞くことに関わるものを持っていかれた。じゃあ、俺は？そこまで考えて、無意識に自分の右手を見た。何も変わっていない。いつも通りの自分の手だ。考えすぎだ。強引にそう結論づけて、俺はその場を離れた。これ以上ここにいるのはさすがに気分が悪い。俺はそのまま店を出た。外に出た瞬間、空気がひやりと肌に触れた。さっき来た時よりも明らかに静かだ。風の音も虫の声もほとんど聞こえない。その代わりに自分の心臓の音とバイクのエンジンの音だけが妙にくっきりと浮き上がっている。俺は一瞬だけ振り返った。ドライブインの看板は相変わらずちらついていた。だがなぜかその光がさっきよりも弱く見えた。もういいや、帰ろう。そう決めてバイクにまたがる。エンジンをかけると音がやけに大きく感じられた。いつもと同じはずなのにどこか違う。その違和感の正体はわからないまま、俺はその場を離れた。そしてその日は近くの安い宿に泊まった。正直、あまりよく眠れなかった気がする。そして翌日、帰り道の途中で、俺はなんとなく古いタバコ屋に立ち寄った。タバコを手に取ってレジへと向かい、何気なく横を見る。そこにはスクラッチくじが並んでいた。その瞬間昨日のことが妙に現実味を帯びて思い出される。隕石、ラジオの声、与えられますという言葉。まさかな。苦笑しながらも俺は一枚だけスクラッチを手に取った。レジで会計を済ませ外に出る。なんとなくその場で削る気になった。ポケットから小銭を出し、銀色の部分を削っていく。一列目、揃わない。二列目、まだわからない。そして三列目を削り終えた瞬間、手が止まった。え？
思わず小さく声が漏れる。もう一度ゆっくりと確認をする。数字が揃っている。見間違いじゃない。一等、100万円。一瞬現実感が消えた。俺はその場に立ったまましばらく動けなかったと思う。頭の中がうまく整理できない。当たった？そんな都合よく？昨日あんなことがあって？俺は混乱したままタバコ屋に戻って店員に見せると、何度も確認した後、少し驚いたような表情でこう言われた。これ、本当に当たりですね。その言葉を聞いた瞬間、ようやく現実が追いついてきた。マジかよ。思わず笑いがこぼれる。胸の奥にあったざわつきが一気にかき消されていく。100万円だぞ。そんなもの、そう簡単に当たるわけがない。つまり、これはただの偶然だ。昨日のことなんて全部関係ない。そう考えた方がずっと自然だった。そのまま浮かれた気分のままタバコ屋を出る。バイクにまたがりエンジンをかける。さっきまで感じていた違和感はもうほとんど気にならなかった。むしろ全部がうまくいっているような気さえしていたんだ。その時だった。不意にすぐ耳元で声がした。受け取りましたね。心臓が一瞬で跳ね上がった。辺りを見回すが、当然誰もいない。それでも声だけははっきりと残っていた。そして続けて。では、確かにそう聞こえた。だが、その先が思い出せない。聞こえていたはずなのに、そこだけがきれいに抜け落ちている。ただ一つ、言葉とは別の何かが決まったような感覚だけが胸の奥に残っていた。気にするな。そう自分に言い聞かせるようにして、俺はアクセルを回した。帰り道の峠へとバイクを走らせる。その先で何が起きるのかも知らずに。帰りの峠道は来た時と同じ道を走っているはずなのに、どこか現実感が薄れているように感じられたんだ。時間帯は変わっていない。空も道も景色も同じはずなのに、全体がわずかに色あせて見える。対向車は一台も来ない。風も吹いているはずなのに、その音だけが妙に遠い。代わりに自分のバイクのエンジン音だけが不自然なほどはっきりと耳の奥にまとわりつくように響いていた。さっきの声が頭から離れない。受け取りましたね。あの声が何度も何度も繰り返される。振り払おうとすればするほど逆に輪郭がはっきりとしていくのが気味が悪かった。何なんだよ本当に。思わずそうつぶやきながら少しだけ強めにアクセルを開けた。スピードを上げれば余計なことを考えずに済む気がしたんだ。視界が流れていく。考えが追いつかなくなる。やがて見慣れたカーブが近づいてきた。何度も走ったことのある特に珍しくもないカーブ。いつも通り手前で減速をして体を傾けて抜けるだけの場所だ。そのはずだった。ブレーキをかけようと右手に意識を向けたその瞬間だった。あれ？違和感はほんのわずかに遅れてやってきた。指に力を入れているはずなのに、レバーに触れている感覚が曖昧で、思った通りに動いていない。いや、それどころか、右手そのものが異様に重いんだ。待て、なんだこれ。焦りが一気にこみ上げてきて、思わず声が漏れた。もう一度強く握ろうとする。だが、指は全く反応しない。動かないというより、最初から動く機能が失われているみたいに、ただそこに固まっているだけだった。
まるで石でできているかのように。減速しなければ曲がりきれないことは頭では理解しているのに、どうすることもできない。くそ。左手でどうにかしようとするが、バランスが崩れるばかりで十分な減速にはならない。そして視界の端でガードレールが一気に迫ってくる。その瞬間、頭の奥であの声がやけにはっきりと重なった。奪われます。次の瞬間、視界が白く弾けた。俺は気がついたとき、真っ白な天井が視界いっぱいに広がっていた。しばらくの間、自分がどこにいるのかもわからず、ただぼんやりとその天井を見つめていたと思う。鼻をつく消毒液の匂いと規則的に鳴る機械音が少しずつ現実を引き戻してくる。ここは病院だ。そう理解した瞬間、全身の痛みが一気に襲ってきた。少し動こうとしただけで体のあちこちがきしむように悲鳴を上げる。視線を横にずらすと、ベッドのそばには人影があった。それは親と彼女だった。二人ともこちらの様子に気づくと、ほっとしたような表情を浮かべる。そしてしばらくの沈黙の後、親がゆっくりと口を開いた。目が覚めたか。その声を聞いたとき、自分が本当に助かったんだと遅れて実感した。喉がひどく渇いていて、うまく声が出ない。それでも無理やり言葉を絞り出す。俺のバイク、どうなった？自分でも驚くほどかすれた声だった。親は一瞬だけ言葉に詰まり、それから目をそらしながら静かに答えた。ダメだった。ほとんど原型も残ってなかったらしい。その言葉を聞いて胸の奥に鈍い痛みが広がった。だがそれ以上にどうしても気になることがあった。ゆっくりと視線を自分の体へと落とす。包帯で覆われた腕。その先、本来あるはずの場所に何もない違和感。俺の右手。そこまで言ったところで言葉が途切れた。分かってしまったからだ。見なくても触れなくてもそこにないことが。親がゆっくりと口を開く。現場で探したらしいんだが、見つからなかったって言われたんだ。その言葉は不思議なくらいすんなりと頭に入ってきた。驚きも混乱も思ったほど大きくはなかった。むしろどこかで分かっていた気がした。あの瞬間の感覚をゆっくりと思い出す。石のように固まっていた右手。何もつかめなくなった手。そして過去の自分。欲しいと思った瞬間に勝手に動いていた右手。盗むために使っていた手。頭の奥であの声が静かに重なる。与えられます。奪われます。禁されます。ああ、そういうことか。俺は思わず小さく息が漏れた。これは罰なんかじゃない。怒りも恨みも感じない。ただ淡々と処理されたという感覚だけが残っていた。昔電話で人を騙して金を取っていた奴は聞くための耳を持っていかれた。そして俺はこの手で散々盗んできた。だから右手を持っていかれた。それだけの話だ。罪は記録されています。あの言葉はやけにしっくりと胸に落ちた。それから長い入院生活が始まった。全治10ヶ月。体の怪我もひどく、思うように動けるようになるまでにはかなりの時間がかかった。リハビリはきつかったし、正直何度も投げ出したくなった。そしてもちろん、もう俺はバイクには乗れない。
それが一番答えた。だが、不思議と時間が経つにつれて受け入れている自分もいた。もし、あのまま何も起きなかったら、俺は本当に変わったと言えたのか。そう考えるとわからなくなる。だから俺は大学を卒業した後、一つのことを始めたんだ。更生保護施設。昔の俺みたいに行き場を失った奴を立ち直らせる場所だ。綺麗事かもしれないが、それでもいいと思った。あの日、持っていかれたものの代わりに自分にできることをやるしかないと感じたからだ。そして、これは最近の話だ。施設で使うため、古いラジオを1台買った。安物で多少ノイズが入るような、どこにでもありそうなやつだった。そしてある日、入所したばかりの若いやつがそれをいじっていた。するとしばらくして、そいつが不思議そうな顔でこちらを見てくる。これ、なんか変な音しませんか？その言葉を聞いた瞬間、背中に冷たいものが走った。ラジオからかすかなノイズが流れている。途切れ途切れの音。普通なら、ただの雑音にしか聞こえないはずのそれが、俺にははっきりと言葉として聞こえた。次の方をお待ちしています。心臓の音がゆっくりと嫌な音を立てる。俺は思わずラジオに手を伸ばしかけてやめた。触らない方がいい。理由はわからないのにそう確信できた。俺はそのまま何も言わずにラジオから視線を外す。入所者は不思議そうな顔をしていたが、それ以上は何も言ってこなかった。だけどただ一つはっきりとしていることがある。あのドライブインだけが特別だったわけではない。あの副音は今もどこかで流れ続けている。